どうもクピオです。とうとう自分が思い描いていた理想の軽キャンピングカーが完成しました。内装を全て剥がして断熱、サブバッテリー搭載、家具リフォームと納得がいくまで DIY しました。今回はその全てを一本の動画にまとめてお送りします。概要欄にチャプターあります。そこから各パートへ飛ぶことも可能です。実際の車中泊での使い勝手を一番に考えて作りました。皆さんの車中泊に少しでも取り入れてもらえる箇所があれば嬉しいです。そしてこの DIY を終えてからさらに改良した箇所もあります。今回そちらも収録していますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。どうもクピオです。最近中古で購入したこの軽キャンピングカー、2シーターで常設ベッド、電子レンジありと、一人旅では最高のレイアウトで使い心地も良くてかなり気に入ってます。もうこのままノーマルのままで十分実用的なんですが、実際に車中泊旅していると改善したいポイント見つかりました。さらに使いやすい至高の軽キャンピングカーに DIY します。まずは簡単に車紹介します。ベース車はトヨタピクシス版ダイハツハイゼットクルーズターボの OEM です。走行距離7万キロの中古車を購入しました。購入の決め手は 4WD ターボ2シーターです。林営プロダクトというビルダーさんの車で、マイクロバカンチェス2人旅という名前です。8ナンバーのキャンピングカーではなくて4ナンバーの軽バン登録です。なのでキャンピングカー仕様ですね。実際の旅で感じた改善したいポイントなんですけど、まずは断熱です。ベッドなどあってかなり快適なんですけど、この天井とかですね、このサイドは普通の軽バンそのままです。断熱ありませんので、断熱まずしたいと思います。真冬の北海道東北で車中泊すると、車内は氷点下、窓は結露でびっしょりでした。でこれから夏になってクーラーもつけますんで、暑さ対策の意味でも断熱は必要です。キッチンがないので、ここに台を置いて、その上にコンロやIH などを置いて調理をしました。毎回出し入れ手間かかりますんで、もう常設でコンロなど設置したいと思います。料理関連で言うと換気扇がないんですよね。窓に換気扇をつけるか、このルーフですね、この辺にレンジフードみたいなのつけたら使い勝手良さそうです。ここに大容量の冷蔵庫あります。でかなりいいんですけど、ちょっとね大きすぎるかなと思いました。40リッターあります。でちょっとこの上からですね見れないんで取りにくさもありました。なのでもうちょっとちっちゃいやつに変えてスペースを有効活用します。もうこの辺とかもなんかひび入っちゃってますね。で軽なので収納がかなり少ないです。ベッドの下も収納あるんですけど、結構これ取り出しにくいんで、すぐ取り出せる収納を作ります。今あるのがここなんですよね。すごい少ないスペースです。ここにキッチン作りますんで、その下ですね収納にしたいと思います。スライドレールとか取り付けて引いて使いやすいように作ります。このソファーの下にサブバッテリーが入っています。鉛バッテリー 100A が2台です。こちらリチウムに変えます。純正の助手席なんですけど、こんな感じでペタンとフラットになりません。ヤフーオークションで助手席がフラットになる椅子も買ってます。こちらも取り付けます。以上が改善したいポイントになります。 DIY の工程の流れなんですけど、まずは断熱ですね。この家具とかソファ全部外して、で天井からやっていきます。で下とかサイドはちょっと中見ながら考えていきます。その次はこの家具ですね。ここにキッチン作ります。こちらもヤフーオークションで買ったんですけど、1枚2、3000円で売ってたんで、こういった1枚板買いました。こちらを取り付けていきます。収納用のスライドレールも買ってます。冷蔵庫はこちら12リッターの車載冷蔵庫取り付けます。かなり小さいんですけど、もう一人なんでこれでいけると思います。換気扇用のファンなんですけど、今回いろいろ買いました。キャンピングカー用のファンや Amazon などでよく見かけるファンですね。卓上レンジフードっぽい換気扇、試してみたいものいくつか買いました。この中から一番ベストなものを使用します。家具取り付けた後にバッテリー関係も取り付けます。今回この超小型の 100Ah の Bluetooth 内蔵リチウムバッテリー、こちらを6台取り付けます。かなり小さくなりました。この辺はまたバッテリー取り付けるときに詳しく説明します。運転席の下にバッテリーに充電するオルタネーターがあるんですけど、そちらを強化オルタネーターに変えます。
まだ商品届いてないんですけど、まもなく届く予定です。その他ですね、400W のソーラーパネルや遮熱塗料ですね、断熱塗料など試してみたいと思ってます。もうやりたいことたくさんあります。全部やってしまって自分の理想の軽キャンピングカーに作り上げていきます。それでは早速断熱から DIY していきます。この天井を断熱するには一旦この辺の家具も全部外さないといけません。どうせなんでこのベッドとかも一旦外してみます。どうやって家具が車に固定されているのかとか、その辺知りたかったんで勉強がてらに解体していきます。肝心の断熱の商品なんですけど、今回こちら使えます。いろいろ調べてたらこの組み合わせがかなり効果ありそうでした。まずはこのメタルシート使います。天井を剥がしてこの鉄板のすぐ中ですね、1層目がメタルシートになります。このメタルシートの構造なんですけど、まずはアルミですね。で、中に断熱あります。空気層がありますね。で、もう一回アルミという感じで、アルミのシートで空気層の断熱を挟んでます。で、こちらは Amazon で買っていた断熱なんですけど、こちらは表面がアルミで、中に断熱空気層ですね。そして次、中はね、このアルミシートはなくて粘着になっています。なのでこのメタルシートの方が断熱効果は高いと思います。ただメタルシートはくっつかないので、こちらのスプレーのり、こちらを車に吹きかけて、そしてメタルシートを貼っていきます。で、貼り付ける際のこの圧着するやつですね、ローラーみたいなのも買いました。その次の層ですね、こちらの断熱材を取り付けます。パーフェクトバリアです。こちらは断熱効果高いんですけど、グラスウールのようにチクチクしなくて軽量で燃えにくいそうです。そして最後の層、この薄い遮熱のアルミシートを貼って内張りを戻します。という感じの断熱にしようと思ってるんですけど、いろいろ調べてこれを選んだわけなんですが、心配なのが厚みですよね。あれ全部入るんでしょうか。内割れ剥がしてから隙間ちょっと見たいと思います。では早速出せるものから出していきます。まずはテーブル、こちらもう簡単に抜けます。カーテンも全部外していきます。前のカーテンレールはこんな感じでボディに直接ではなくて、この内装にこういった留め具ですね、挟んでここにビスを折っています。こんな感じでぐるっと半周しています。ただのカーテンなんですけど、ビスの長さや留め方など長年培ってきたビルダーさんのノウハウが詰め込まれています。次なんですけど、この天井の内張り剥がすにはもうこのサイドやこの家具ですね、取らないと剥がせません。なのでもう一旦家具を全部取り外します。で、気になるのがこの家具ですよね。かなり強度あります。こっち側も全然びくともしません。どうやってボディに固定しているのか、これ解体しながら勉強していきます。はい、ここの家具のネジはなんかちょっと見えるんですけど、この中の鉄板ですね、ここに直接穴開けてビス打ちしてるっぽいです。こんな感じで強度の必要なところはもう直接ボディに穴開けてるんですね。では反対側のこのメインの家具取り外していきます。まずは電子レンジから。ほう、こんな感じか。この電子レンジの固定はベルト、ここにフックがあって2箇所留めていて、あとはこの L 字金具ですね、これで家具にしっかり固定されていました。 AC コンセントは電子レンジの裏、なんとこれすっぽり開いてました。でその裏にこの AC コンセント来ています。これインバーターから延長されています。とりあえず電子レンジ外れたんですけど、この車体への家具の固定方法ですね、これがパッと見渡す限りではネジとか全然見つかりません。なのでもう外せるもん外していきます。家具のこの中に40リッターのエンゲルの冷蔵庫内蔵されています。これのコンプレッサー、この下じゃなくてこちらの横だったんですね。こちらも取っていきます。
家具を外してみて分かったことがたくさんありました。まずこちらの家具の固定方法なんですけど、これなんと床だけでした。この足元に全部ネジでリフ打ちしています。でこの横ですね、車には穴開けたりしてませんでした。この一番リアの縦のこの曲がってるキーなんですけど、これの足元に固定されていました。でこの2つ目ですね、ここの縦の家具も固定されています。でこちらにボックスみたいなのあったんですけど、そちらにも複数固定されていました。でこう縦に伸びてきた家具ですね、ここに1箇所ですね、内張りに天井固定されています。なのでこちらの家具は床へのビス止めで固定されていました。この天井は内張りに1箇所だけなんで、あんまり固定としては弱いと思います。そしてボディなんですけど、こちら本当はプラスチックの内張りがあります。反対側は純正のままです。こんな感じのプラスチックの内張りがあります。これがありません。こちら家具ある方は何もありません。鉄板なんですけど、1枚ですね、ちょっと薄めの布みたいな断熱シートみたいなのが貼られてます。これは結露対策ですかね。少し断熱効果もありそうです。ただ結構ひんやりしています。これ傘がね、この分プラスチックの内張りがない分、こっち側に家具をベタ付けできるように外されていました。こちらリアもプラスチックの内張り剥がされています。こっち側が反対側で純正のプラスチックの内張りです。こういった感じでビルダーさんはいろんな工夫されているんですね。僕たちはキャンピングカー買って普通に車中泊してるだけではもう絶対わからないような工夫がたくさんされています。そしてこのエンゲルの冷蔵庫なんですけど、取り出せませんでした。というのもコンプレッサーつながっている配線があります。こちらはもう切れないんで、この家具を取り外さないと冷蔵庫は取り出せません。それでは引き続き外せるものは外していきます。ここでようやく冷蔵庫が外れました。撤去します。はい、これで車の左の家具全部外しました。こんな感じですね。もうなんかこのままでも良さそうな感じですね。ここに1枚のテーブルを置けば十分車中泊できます。で床なんですけど、もうすごいこの曲線に合わせてぴったり沿わしてくれています。もう1ミリの隙間もありません。この辺やっぱりリンエさんすごいですね。こういうのをかたどって自分で作ろうと思うとかなり技術と時間がかかります。なのでキャンピングカー仕様を購入するという選択肢はやはり間違ってなかったなと思います。さあそして新たにもう一つ内装で分かったことがあります。このカーテンなんですけど、ここの内装のこのカバーに直接止まっていたんですけど、どうやって止まってるんかなと思っていたら、なんかですね、こういったプレートがありました。なんかポロッと押してきたんですけど、この裏側ですね、こちらにプレートがあって、そしてこのネジを回すと閉まっていく感じですね。でこの内装の内張りが挟まれる状態です。こういった感じで固定されていました。カーテンは全てこんな感じで止まっているようです。なのでカーテンあった場所ですね、この辺とか全部内装のこの裏側に小さいプレートがあるということになります。なのでこれ取るときになくさないようにしないといけないですね。天井するだけならもうこの内張り剥がしてできるんですけど、もうせっかくなんでこのサイドとかですね、一回開けてどうなってるか見てみます。で隙間ありそうだったらこのサイドも断熱します。でこの床ですね、ここも開けてみて隙間があれば断熱してみます。次はこちら右側ですね、ベッドの方を外していきます。はい、ソファーベッドの方の家具はすぐに取り外せました。これでもう取れます。また新たに発見したすごくいいなと思った機能ありました。このサブバッテリー、鉛バッテリー2つ入ってるんですけど、こちらのボックスがなんと折りたためます。ここにですねフックみたいなのあって、これを解除します。そうするとなんともうこのまま上に上がります。これすごいですね。こんな感じでこっち側に収納できます。でこんな感じでメンテもしやすくなるし、でここにですね運転席の後ろになりますんで、こっち側のメンテもしやすくなります。このサブバッテリーのケーブルの剥がし方ですね、インバーターとかつながってるんですけど、それの接続のケーブルの剥がし方もここのボックスに貼り付けたりとかしての設置はしなくて、この箱の下からケーブル出ていますね、接続されています。
なのでこんな感じで簡単に箱を取り外すことができます。いやーすごいですね。いろんなギミックがあります。それではもうサブバッテリーも取っておきます。でここにスイッチがあります。これでオンオフできるんですけど、こちらですね、メインのバッテリーからこちらサブバッテリーに走行充電用のケーブルがつながってるんですけど、それを切り離すスイッチになります。あとはこれですね。これは多分ソーラーパネルの切り離すスイッチだと思います。これも切っておきます。なので通常はメインバッテリーのマイナス端子外してからサブバッテリーも外すんですけど、もうこちらこのまま外していきます。マイナスを外してからプラスも外していきます。インバータ取れました。こちらは 2000W という超大型のインバータです。DC のサブバッテリーから AC に変換します。この軽キャンピングカーは電子レンジ搭載されてますんで、大型キャンピングカークラスの大容量インバータがついておりました。床かなりスッキリしました。このリアの板張りの下なんですけど、ここほとんど隙間ありませんね。これもうなんかビス止めじゃなくてくっついてます。多分接着剤ですね。なんでここはもう断熱入れません。この木自体が断熱の効果ありますんで、鉄板むき出しよりかは断熱性能が上だと思います。ここの入り口のところですね、元セカンドシートがあった足元なんですけど、ここは断熱入れます。でこの下ですね、このリアの板の下、ここは隙間あるところだけ断熱入れます。ここ鉄板むき出しなんで結構寒いですよね。でこんな薄い1枚だけのシートなんでかなり冷気伝わってきました。でちょっと面白いものを見つけました。ここなんですけど、なんと車載のタイヤ交換のジャッキアップがあります。こんなところにあったんですね。もともとはここにこういったプラスチックのカバーがありました。これを取って、でここバッテリーの板とかありました。でその奥にあります。これはなかなか気づきません。次は天井の前の方、オーバーヘッドコンソールを外して、サイドの内張りも外していきます。それではまず A ピラーから外していきます。お、取れた。これでサイドの内張りも剥がしました。なのであとは天井のこういった内張りですね。あとは照明とか外していきます。天井なんですけど、こういったなんか点検口みたいなのが4箇所ぐらいあります。これ何なんでしょうか。開けてみます。はい、オープンします。あ、なんかボルトが見えますね。 M8 ぐらいのボルトが見えます。あ、なるほど、そういうことなんですね。このマイクロバカンチェスソーラーパネル合成タイプがこの天井に直付けになってます。結構重いんでどうやってつけてるんかな思ってたんですけど、こんな感じでこの下からボルトで留めてたんですね。4箇所あります。これ大体 100W ぐらいなんですけど、将来的に 400W のソーラーパネルつけようと思ってます。なのでこれ取るかもしれません。合成タイプなんで、この下に隙間があって夏でもソーラーパネルの熱が車内に伝わりにくいんで、かなり魅力的な取り付け方なんですけど、天井断熱しちゃうと中から取れなくなっちゃうんで、この機会に取っておきます。あとはもう照明外したら天井の内張り剥がせます。はい、この照明はこの LED ライト外すとここにネジが現れました。これ外したら取れそうですね。照明も取れました。あとはもう内張り、ここですね。ここと前の内張りを取れば外れます。で軽くめくってみると、この辺にですね、サービスホールっていうんですかね、ユニティナットを入れる穴があります。調べたら M6 サイズでした。このリア2箇所と、あとは取っ手のとこですね。あそこも収納に使えそうです。あとはスイッチ類やバッテリーなどのメーターディスプレイなども設置しても良さそうです。で天井の内張り取る前に、この
穴の位置だけ印つけておきます。はい、それでは天井の内張り剥がします。はい、今このリアの方はもう上全部外れている状態です。で、この棒ですね、支える棒、こちら用意しました。1人なんで、今回これとカメラの三脚、こちらも押さえるのに使います。はい、じゃあ最後の内張り外しました。おお、こんな感じになってるんですね。そら寒いわけです。鉄板むき出しなんで夏は暑そうです。で、薄いね断熱だけ少しあります。で、ここに木があてがってます。これは接着剤でついてますね。ここに照明器具がついていました。で、電装系なんですけど、ここの屋根ぐらいからここですね、穴があります。ここですね。で、その穴、ここ通ってこのリアのサイドですね、ここ通って電装関係に行っています。で、反対側も一つ穴があって、この間通ってこの床の下通って電装関係に行っています。で、この天井の梁と天井の間、この間がね、こっち側は隙間結構あるんですけど、ここはもうほとんどありません。1ミリもないかもしれません。この薄い断熱も押し付けられてなんとかくっついています。なので予定したこのメタルシートとパーフェクトバリア断熱厳しそうですね。一回ですね、後で取って当てがってみていけるかチェックします。無理だったらこの間だけ針をつけて断熱します。天井は鉄板一枚なんで雨もうるさいし断熱もないはずですね。これ屋根の上からなんですけど、断熱する前に一回音取っておきます。やはりこの薄い断熱一枚ではよく響きます。雨もよく聞こえるし、断熱効果も薄いのでどう変わるのか楽しみです。では天井断熱していきますんで、まずはこの薄い断熱材と天井のケーブルなど外していきます。梁と上にあった薄い断熱取れました。天井にソーラーパネルからのケーブル、結構太めのやつが出ていて、で下までつながっています。で照明などはこんな感じでギボシ端子で接続されてましたんで、取り外しも取り付けも容易です。電子レンジなどの AC コンセント、インバーターから接続されているのがここに隠されていました。もうこの辺はそのまま使えますんで置いておきます。でここにソーラーパネルのボルト、ソーラーパネルが直付けで付けられています。この取り付け方かなり魅力的なんですけど、容量は多分 150W とか少ないんで、もう取り外しておきます。ここも断熱で隠れますんで、一旦断熱材つけるともう取るの至難の技になっちゃいます。無事取れました。ソーラーパネル取った後の屋根なんですけど、こんな感じで MC4 コネクタのソーラーケーブルがここ穴開いていて出ています。なんでこれ次のソーラーパネルそのまま使えます。で問題のボルトで留めていた穴なんですけど、もう中が見えています。はい、じゃあパーツクリーナーできれいにして、でこちら Amazon で購入したメタルプレート、これを中からと外から両方貼ります。でこのコーキングで水の侵入を防ぎます。じゃあこの周りにコーキングします。これで雨は防げると思います。でこの上にまたラック乗せてソーラーパネルつきますんで、雨は入ってこないと思います。一旦これ借りていってまた全塗装したいと思いますんで、その時にしっかりパテで埋めます。じゃあ天井に断熱貼る前に、まずはこのシリコン符で汚れを落としておきます。まずはこのメタルシートから貼っていきます。メタルシートはこのアルミとアルミで間に断熱が入っています。気泡が結構入っています。でこれ粘着しないんで、このスプレーのり使います。でハサミとこういったカッターでカットして、でこれでローラーで貼り付けます。今回使用した断熱のアイテムは概要欄にリンク貼っておきます。でメタルシートの次にこのパーフェクトバリア断熱も貼ります。これがいけるかどうかですね。ガッて圧縮したら結構
ちっちゃくなりますが、一回針を設置した状態でも挟めるか試してみます。断熱材パーフェクトバリアは性能もそうなんですが、この設置しやすいんですよね。もう手でこんな感じでちぎれます。で、表と裏があるようです。こっち側はふわふわ、結構毛が飛び散ってる感じですね。でこっち側はそんなに飛び散ってません。こっち側に糊を貼るようです。で、もう一つ断熱材でよく使われるのがグラスウールなんですけど、そちらは結構チクチクします。こっち側は全然チクチクしません。本当に赤ちゃんの肌に当ててもいけるぐらいのレベルらしいです。で、天井とか壁とかいろんなところに設置するときに水分を含まないそうです。なので水分の重さで落ちることが少ないそうです。この組み合わせ、今回自分も初めて使うんで、どのぐらい断熱性能が上がるのか楽しみです。じゃあまず一旦当てがってみます。ここにメタルシートが来て、で断熱材って感じですね。で、この針を設置すると本当に隙間がなくなります。これで設置できるかですね。はい、今この2つ当てがってみましたが、やっぱり無理でした。はまりませんでした。で、このパーフェクトバリアに抜いてメタルシート1枚でしたらいけましたんで、まずはメタルシート全部貼って、で針をつけてその間にパーフェクトバリア貼っていきます。はい、じゃあメタルシートをカットしていきます。これなんかね、ラインが入っているんで、もうフリーハンドでカットできました。まっすぐ切れます。こんな感じで横に貼っていきます。で、隙間空いたところはまた細かくカットして貼っていきます。スプレーのり初めて使います。使い方見たら20センチぐらい離して薄く均一にスプレーしてください。スプレー後30秒以上1分以内、片面塗布の場合は貼り付けてください。両面塗布の場合は5分以内に貼り合わせてください。片面より両面の方が高い接着剤を得ることができます。じゃあ両面でいきます。じゃあ先天井塗っていきます。お、こんな感じか。なんかこれスピード勝負ですね。ちょっと浮いちゃいました。ローラーで押していきます。はい、なんとか出ました。ちょっと初めてだったのでうまくいかなかったんですが、いけてますかね。ちょっと浮いてるとこあるんですけど、これまたスプレーのりして押しておきます。この辺でスプレーのりするとこのシートにかかっちゃうんで、ちゃんとスペース作ってから作業した方がいいですね。メタルシート貼り終えました。でこんな感じで隙間はこのアルミテープ貼っときました。なんかもうこれだけで断熱効果ありそうな気がします。ではこの針戻しときます。針取り付け終わったんですけど、トラブル発生しました。もう対処し終わって終わったところなんですけど、ちょっと撮れてませんでした。動画一番前の針確認した時にメタルシートあっても設置できたんですけど、この2個目3個目4個目なんですけど、これ確認してませんでした。なんとメタルシートありだったら入りませんでした。なんでもうここしょうがないんでカットして取ってアルミシートで間塞ぎました。やはり見た目でギチギチだったんで無理でしたね。もうこんな感じで全て処理終えてます。次はいよいよこのメインの断熱材ですね。この針と針の間に入れていきます。カットは今回このロータリーカッター使用してみます。軽く転がしただけなんですけど、だいたい切れてますね。じゃあ一旦合わせて、出っ張ってるところとかまたカットしていきます。一人だと手足りないんで、これで支えていきます。一度合わせてみると、結構このパーフェクトバリアが押すと縮むんで、この天井の針ですね、これより下に出ません。なんで内装天井内張り戻しても大丈夫だと思います。こんな感じで加工しやすいの魅力ですね。さあいよいよ貼っていきます。5分以内っていうのが結構焦りますね。このスプレーのりパーフェクトバリアによくくっつきます。このメタルシートは貼ってもたまに落ちる時あったんですけど、パーフェクトバリアはかなりくっつきがいいです。でこういった隙間ですね、ここもこんな感じでもう詰めときます。この辺の裏の隙間とかもすごい加工しやすいですね。こんな感じで詰めていくだけで断熱できます。天井にパーフェクトバリア断熱貼り終えました。こんな感じで
木とかあるところは貼れなかったんでカットして貼っていきました。結構切り張りなんですけど、ハサミでも切れるし手でもちぎれるんですごいやりやすかったです。でスプレーのり1本だけだったんで結構使ってしまってもうなくなってきたんで、この両面テープ AS クロスっていう結構強力な両面テープを貼っていきました。屋根の音鳴らしてみます。あ、結構変わりましたね。では同じ場所同じマイクでやってみます。やっぱり全然屋根が響かなくなってしまった音になっています。静振剤貼ってなかったんですけど、この断熱材だけで十分音が締まりました。これは雨音軽減や走行時のノイズも軽減されると思います。次なんですけど、このサイド結構隙間空いてます。でここも断熱できますんで、できる分だけやっていきます。こんな感じで適当に詰めていってるんですけど、この下とかすごい空洞ありますね。なんかもう永遠に手が入ります。で詰めれるところはこのパーフェクトバリアどんどん押し込んでいきます。詰めれるとこは詰めていきました。こんな上のとこですね。ここも詰めれる分だけ押し込んできました。はい、こっち側のサイドも結構隙間ありますんで、埋めれる分は埋めときます。反対側も断熱完了しました。次はこの床もパパッと断熱やっちゃいます。結構車中泊してるとここ冷気きました。寒かったです。であんまり厚みあるもの入れないんで、このメタルシート仕込んでいきます。作業しやすいように助手席外しておきます。助手席後ろの縛り外して、このボルト外したら取れます。はい、こっちも OK ですね。はい、取れました。もう地面丸見えです。でこれなんとですね、断熱入っていました。結構分厚いですね。この下も断熱入っていました。このベース車両のトヨタピクシス版はダイハツハイゼットカーゴクルスターボの OEM です。ハイゼットカーゴの上位モデルになりますんで、内装の内張りがあったり、こういった断熱材がありました。もうせっかくなんで、もうメタルシート下に敷いちゃいます。ちなみにこのテーブルの台座なんですけど、マイクロバカンチステーブルが動いて結構便利だったんですけど、この台座が、ここのナットは取れたんですけど、こっちが取れませんでした。下にボルトナットがあるんですけど、潜ってみても取るのが至難の場所でした。なのでこちらをつけたまま断熱していきます。運転席、助手席周りはこういったちょっとくっつきにくいところ多いんで、Amazon の断熱シート、これシールタイプになってますんで、こちらも使っていきます。夢中で作業していたら完成しました。一面銀マット貼りました。で、ここがエンジンルームなんですけど、夏結構熱が上がってきます。で、ここも断熱します。で、助手席はこの新しい助手席ですね。ちょっと見えないですけど、フラットなタイプの助手席を買いました。こちらに付け替えます。ここで問題発生しました。これ助手席なんですけど、こちらがもともと純正の助手席で、こちら側が新しく買ったフラットになる助手席です。断熱する前に一応合うかチェックしたんですけど、なんと合いませんでした。このシートのレールの長さが違いました。これ純正の長さなんですけど、こっからここまでなんですけど、こっち側がフラットになるタイプで、こっからここまででちょっと長いんですね。なのでポン付けできませんでした。でシートレール外して移植しようかと思っていろいろ YouTube など調べていたんですけど、取り外してる動画が見つからなくて自分でもやっていましたが難しそうなんで、もう純正シートを断熱してとりあえず使っていきます。はい、これで助手席、運転席、足元周りの断熱遮音が完了しました。これ高速道路のロードノイズ軽減や車内に響くエンジン音かなり軽減されていると思います。これで高速道路旅行くのが楽しみです。早速あさって高速道路に乗りますんで、どう変わったのか体験したいと思います。
これで床断熱がほぼ終わりました。あとはこのリアの板の下の断熱なんですけど、これネジとかで取り外せたらいいんですけど、ボンドでついてるんで取れないんですよね。しかもこの下、ここ空間あるんですけど、これは配線を通します。なので断熱がしにくいです。少しだけこの隙間があります。結構奥まで行っています。こんな感じで。で、ここにですね、パーフェクトバリア詰めるだけ詰めときます。全部の隙間にパーフェクトバリア詰めました。次はリアゲートなんですけど、ここも断熱しておきます。これは断熱しがいありますね。かなり空洞になってます。またメタルシートとパーフェクトバリアで間埋めていきます。でここなんですけど、リアゲートの鍵になります。これ自動でロックがかかります。でこれを下に下げると、ちょっと一回やってみます。これを押すとこんな感じで中から開けられます。なので内張りとここカットしておいたら指でこうやって上げれるみたいなんで、それもやっておきます。これで開くでしょうか。開いた。力ちょっといるんですけど、中からこれで開けられます。はい。じゃあ脱脂してから貼っていきます。でこういったリアゲートやドアなんですけど、下に光見えてるんですけど、これ水抜き穴あります。雨が侵入した時に抜ける穴になってます。なのであまり詰め込みすぎると水の流れが悪くなりますんで、少し隙間開けてほどほどにしておきます。そしてパーフェクトバリアは水含まないんで、こういった場所の断熱も向いてますね。はい、パーフェクトバリアも全て埋めました。でこんな感じで、ここのロックのところですね、ここだけもう埋めないようにしました。でこの上パーフェクトバリア置いてるんですけど、ずれないようにこういったアルミテープで一応ずれ防止しています。でこの内張りを貼るときにアルミシート、こういった100均で売っている薄いアルミシート、こちらも結構断熱効果ありますんで、内張り貼っておきます。さあ、そしてこの指でロック解除しますんで、ここ内張り大体のところに印つけて穴開けておきます。はい、これで指届きます。いけますね。いけます。はい、これでバックドア完成しました。ちょっと木の板を丸く切り取ってネジで留めました。こんな感じで開けて押して開きます。それではいよいよ最後の工程、この天井の内張りを戻します。でその時にですね、最後の断熱、この薄いアルミシート、こちらも巻いていきます。そして車内を明るくしてるので照明追加しておきます。こちら Amazon で購入したスポット照明です。これすごい軽いんで内張りに直接ビス止めします。スポットライトつける位置なんですけど、もうここがいいかなというのをあらかじめ決めておきました。ガムテープで貼っています。ではまずアルミシート貼ってから、その後照明取り付けます。はい、内張りにアルミシート貼り付け終わりました。なんかすごいギラギラして目が痛いです。あとはこのダウンライトを取り付けて内張りを車内に戻します。このダウンライトは中開けれて、でこんな感じでビス止めする穴が開いてます。裏面なんですけど、こんな感じでワッシャーとナットで取り付けています。ダウンライトすべて取り付けました。ちょっとこんな感じで6箇所普遍的なんですけど、自分なりに家具とかを配置考えて効率的に車内全体明るくなるように配置しました。それでは内張りを天井に戻します。一旦下に配置して、配線だけしてからグッて上に上げて
はめ込みます。脚立と三脚の足でいけました。では一旦照明の配線していきます。この配線は元からあった照明スポットライトですね。それなんですけど、こんな感じでギボシ端子の接続です。これは助かりますね。こんな感じで簡単に外してつけたりできます。でこちら側は新しくつけたダウンライトですね。先ほどつけたタイプの照明の配線になります。こんな感じでアダプターがあってここに挿していきます。この高さで接続できるボンは接続しました。この撮影用の三脚が2本助かりました。ヘッドレストにクッションを重ねて支えにしました。内張り止めているこの内張り止めのクリップ何回しか止めたんですけど、すごい硬かったです。一個一個はすごい柔らかいパーフェクトバリア断熱なんですけど、こんだけ束になるとすごく強くなります。これがすごい役に立ちました。ここレバー握るとこんな感じでちょっとずつ上がっていくんですね。なんでこんな感じで穴を確認しながらフリーハンドでいけます。はい、無事天井の内張り戻すことができました。あとはサイドパネル、こういったピラーの内張りですね。こちらも戻していきます。せっかくなんでこのピラーの内張り、ここにですね断熱貼ってみます。厚めに締まらない可能性あるんですけど、一度やってみます。さあ入るでしょうか。いけますね。入りました。では後ろのピラーやリアのサイドなども同じようにメタルシートで断熱しておきます。内装とカーテンレール戻して断熱終わりました。こうやって見ると最初と変わらない地味な作業でしたが、いろいろ車のパーツなど知れてよかったです。すごい数のパーツで成り立っているのがよくわかりました。最初から断熱されているキャンピングカーが高い理由がわかりますね。地味な作業ですが時間かかります。もうカーテンレールも取り付けました。フロントのカーテンはもともとここなんですけど、新たに追加で付けました。運転席助手席のサイドもこうやって付けました。手で曲げられる日中のスリムレールというカーテンレールです。またリンクなど概要欄貼っておきます。断熱して実際にどのぐらい変わったのか楽しみです。暑さ寒さに対しての断熱はもちろんなんですが、走行中の静粛性も上がっていたら嬉しいです。今日晴れてますんで、このまま外に出してみて他の車と比較して車内温度検証します。マイクロバカンジェス N 版 K キャブコンとこの3台で比較してみます。ちょっと今日はずっと晴れてるわけじゃなくて雲があるんで晴れたり曇ったりですが、この条件で検証します。温度計も全部一緒じゃないんですけど、だいたい1度以内の誤差の範囲なんでこれで計測してみます。ちょうどお昼時なんで太陽は真上からです。でもシェードとカーテンはなしの条件でいきます。で外気温はインディの壁に設置しておきます。はい、お昼ご飯食べてきました。もう太陽の光ガンガン当たっています。まずはインディから見てみます。はい、中 29.3 度ですね。外気温は 34.2 度です。次 N 版行ってみます。31.7 度。やっぱちょっと中暑いですね。じゃあマイクロバカンチェス行ってみます。28.8 度です。結果的にマイクロバカンチェスが 28.8 度と一番低かったですね。その次がインディ727の 29.3 度で、その次が N 版最後ですね、31.7 度。やっぱり N 版はぶわっとドアを開けると暑い感じがしました。
季節的にまだ暑くなくて、外気温が 34.2 度、直射日光当たっている状態です。もっと暑くなってから再検証したいと思います。とりあえず一定の効果はあることが分かりました。やってよかったです。これマイクロバカンチェスなんですけど、今天井触ってもそんなに暑くないですね。一方 L 版なんですけど、やっぱりあったかくなっています。一定の効果があって安心しました。あとは窓とかカーテンなどで断熱すれば、夏場もポータブルクーラー使用すれば車内は冷えそうな気がします。この辺もまた検証します。走行中の静粛性なども DIY すべて終わってから別で動画撮ります。次の DIY は電気の DIY します。リチウムバッテリー超大容量 600Ah を搭載します。少し前では考えられないぐらい大容量になりました。最新技術はすごいですね。こんなにコンパクトになりました。こちらのベッドですね。ここの下に電装系を取り付ける予定です。それでは早速取り掛かります。またこちらの様子も動画で配信しますので、ぜひチェックよろしくお願いします。どうも、クピオです。今日なんですけど、この中古で購入した軽キャンピングカー仕様の軽バンに最新電装システムを DIY で取り付けます。本来ここに家具、テーブルなどついていたんですが、全て取り外して今断熱終わったところです。現在ベッドの骨組みだけ戻した状態です。もう間もなく最強の一人使い軽キャンピングカーが完成します。なんかワクワクしますね。ここのベッド下に電源システムを入れていきます。電源システムのコンセプトは軽バンだけど夏でもクーラーたくさん使えて外部電源に頼らない自己発電のみで旅ができるオーグリッド軽キャンピングカーです。屋根に 450W のソーラーパネルに強力な走行充電器、エンジンから電気を生み出すオルタネーターを高出力タイプに交換、そして電気の要サブバッテリーをリチウムバッテリー 600Ah 搭載します。多分軽キャンピングカーでこんなにバッテリーを搭載する人いないと思います。でも夏はそのぐらい電気欲しいんですよね。新車のキャンピングカーでこのレベルの装備オプションで購入したらとても高額になりそうです。後で機材紹介するときにざっくり金額もお伝えします。今回はソーラーパネル以外取り付けます。リチウムバッテリー、充電器関係、高出力オルタネーターの順番に取り付けます。まず車を軽く紹介します。トヨタピクシス版ターボ 4WD をベースに林営プロダクトさんというビルダーさんが製作したマイクロバカンチェス2人旅というキャンピングカー仕様の車です。一番の特徴は何といってもこの後部座席取っ払った2シーターになります。もともとは家具や電子レンジがついていたんですけど、一旦全部取り外し断熱し電気と家具を DIY で取り付ける予定です。今回取り付ける各機材を紹介する前に一旦仮で置いてみます。位置決まってから各機器を紹介します。はい、すべてベッドの下に収まりました。で、最後ここだけ収納ができました。ここに仕切りの板後で作ります。リチウムバッテリーは6台ちょうど入りました。で、ここちょっと隙間あります。固定方法はこんな感じでベルトを4本ぐらい下にはわしておきました。で、こういったモニターとかは上の方が見やすいんで、この辺に木の板貼り付けて取り付けます。この後部座席の手すりなんですけど、外したらM6 のボルト入りますんで、木の板などは固定が容易にできそうです。設置に関して注意したいポイントが、このマイクロバカンチェスメンテしやすいようにここの箱が取れます。で、そちらを継続して使えるようにしたいと思います。こんな感じでこの木の台座が上に上がってメンテがしやすくなります。こうなることによりこの運転席のシートが後ろにパカって倒れます。なのでエンジンルームのメンテナンスもしやすくなります。これよく考えられてますよね。で、ここバッテリー2個埋めちゃうと木が当たってしまったんで、ここ削ります。では今回この軽キャンピングカーに搭載する電装系の各機器を紹介していきます。ではこの運転席の後ろから順に紹介していきます。まずはリチウムバッテリーです。今回 100Ah を6台導入します。価格が1台 36,251 円でした。6台で合計 217,506 円。これセール期間で割引とかもありますんで参考価格になります。これほんとちっちゃいんですよね。高さが 227mm で、この横幅ですね、これが 260mm で、奥行きこちらが 133mm で、もともとこの鉛バッテリーが2つ付いていました。横に並べると新しいリチウムバッテリーが
こんな感じで、ちょうど一回り小さいですね。重量的にはこの鉛バッテリーは1個 22kg で2つで 44kg です。で、この新しいリチウムバッテリーが 9kg、6個で 54kg です。なので数が増えてしまったんで、トータルリチウムバッテリーの方が 10kg くらい重くなります。ただ容量は鉛バッテリーに比べると実質6倍になります。この軽バンは最大積載量 200kg なんで 10kg 増えてもまだまだ余裕ですね。バッテリーよりもソーラーパネルやルーフラック乗せた方が重量上がりそうです。完成したら一度重量測っておきたいと思います。今回このリタイムのリチウムバッテリー選んだポイントがあります。一つ目が寒冷地低温カット機能があります。寒い場所で充電するとリチウムバッテリー著しく劣化するんですけど、低温になると充電をカットしてくれます。そしてなんと Bluetooth 内蔵されてますんで、アプリで状態管理できます。今回のシステムはこの液晶パネルで残量わかるんですけど、全体の残量になります。なので一個一個の残量はこの Bluetooth 内蔵であればアプリで確認できます。低温カットオフ機能、Bluetooth 内蔵、そしてコンパクトと、この軽キャンピングカーにはもってこいのリチウムバッテリーです。今回のシステムは少しでも容量増えるように 100Ah コンパクトのタイプを隙間なく埋めましたが、 460Ah というタイプがあって、そちらは1台で完結しますんで、接続も簡単でコンパクトなので1台で済むので、そちらもかなりおすすめです。今回リタイムさんでほぼ全て揃えました。というのも周辺機器がかなり充実していました。バッテリーや充電器はもちろん、こういった周辺機器別で揃えないといけないものがリタイムさんから発売されていました。こういったものは相性など考えたりいろいろ調べないといけませんが、同じメーカーということで安心して使用できます。そして何よりリチウムバッテリーっていうのは安全面が不安ですよね。自分は違うキャンピングカーでリタイムをつけて1年以上経ちました。で、問題なかったので今回採用しました。そして価格も他のメーカーさんと比べると安いです。今回使用する各機器の詳細リンクは概要欄に掲載しておきます。バッテリーを充電する充電器は3つあります。ソーラー充電、外部充電、走行充電でサブバッテリーを充電します。これが外部充電器です。AC コンセントに挿してリチウムバッテリーを充電します。価格は 14,879 円でした。次これ結構でかいんですけど、ソーラー充電器になります。36,269 円でした。これが走行充電器です。24,737 円でした。で、走行充電器が今回一番難しいです。で、仕組みなんですけど、車にオルタネーターっていうのがあります。これでエンジンが動いてる時は発電されます。そこからメインバッテリーに電気が行って充電されます。で、そこから走行充電器に行って、で、サブバッテリーに充電されます。ここが運転席の下、エンジンルームになります。で、これ、オルタネーターですね。これで電気作ります。で、ここからメインバッテリー、これですね。ここに電気が行きます。メインバッテリーから次は走行充電器に電気が行きます。メインバッテリーのプラス、ここから線が出ていて、で、車体下に行っています。で、下バーって通って、で、ここから線が出ていました。この線なんですけど、こちら、前、鉛バッテリーありましたんで、こちらを充電していたケーブルになりますが、線が細くて今回使えません。ここで問題発生しました。この、すでにある、このケーブルなんですけど、かなり厄介な位置になりました。なので、このケーブルを外して新しいのに取り替えるのは難しそうなんで、もう、この運転席の後ろ、ここ、ドリルでぶち抜きます。この辺、何のためらいもなく穴開けれるのが、格安中古車の良さですね。エンジンルーム戻って、このオルタネーター、ノーマルですね。こちらを高出力タイプに変えます。こちらの高出力オルタネーターは、寿パーツさんで販売されており、53,350 円です。次取り付けるのがインバーターで、21,724 円でした。この DC12V から AC100V を変換して家庭用コンセントが使えるようになります。バッテリーモニターは 7,991 円でした。バスバー、こちら 5,799 円です。これはターミナルでここに配線をまとめられます。なくても大丈夫なんですけど、配線がかなり簡単になりますんで、こちら使用します。あとは鉛バッテリーの時に元からついていたヒューズやバッテリープロテクター、この辺もそのまま使います。全部合わすと税込みで 388,054 円でした。安くはないんですけど、キャンピングカー所有している方ならこの装備は破格というのがわかると思います。ではいよいよ取り付けていきます。まずはこの木のベッドですね。これ加工します。バッテリー収納しているここのボックス、メンテナンスで開けられるようにここカットしておきます。ここにバッテリーを置くと当たってしまいました。次、この充電器コーナーなんですけど、走行充電器など結構熱持ちます。熱持つと発電量が下がります。なのでここ穴開けて、このファン取り付けます。で、反対側も穴開けて風が通るようにします。で、ここは隙間ありますんで、
風は抜けると思います。ここの仕切りの板も穴開けます。ケーブル通すのと、あとは風も通って放熱できるようにします。この大きめのホール層、これちょうどファン穴いいですね。なんでここもぶち抜きます。2箇所ぐらいいきます。はい、無事貫通しました。最初ドライバーだったんですけど、途中からこのインパクトドライバーに変えました。こっちの方がやりやすかったです。思ったより綺麗にできました。じゃあこの調子でどんどん開けていきます。バッテリー入れる常設ベッドの木材加工終わりました。マルチツールのおかげで意外と綺麗にできました。ここにファンを取り付けました。ここから空気が入ってこう流れる感じです。もしくはこっちですね。このファンは USB ファンで Amazon で買いました。また概要欄に詳細リンク貼っておきます。ここはもう壁なんですけど少し隙間があります。なので空気は流れてくれると思います。ここに板を追加しました。これでこっち側は普通の収納として使えて、こっち側は充電器関係が収まります。できるだけ軽量に仕上げたかったんで、このキーはキーを使いました。この場所にバッテリーが入る予定なんですけど、ここのキーを下半分カットしました。これで上に上げてもバッテリー当たらないと思います。後でやってみます。ここなんですけど、延長マットが上に置けます。で、こんな感じでパタってキーを開いてここに置くんですけど、ここをカットしました。こんな感じですね。でこうすることにより運転席このままでも展開することができます。これでも電装関係設置していけるんですけど、ここの運転席の後ろに穴開けたいんで先やっておきます。ここ鉄なんで鉄粉とかも飛びます。今回の DIY 最大の難関です。それではこのステップドリル徐々に穴を大きくしていきます。そして開けた穴にこのゴムのグロメットこちらで保護してでケーブル通します。でその時もこのコルゲートチューブ通して保護します。あそこは穴開けるとちょうどここの裏に来るはずです。慎重に位置を決めて鉄粉飛び散ってもいけるようにこのマスカーで養生しておきます。さあいよいよ車体に穴開けます。いや緊張しますね。では行きます。意外とあっさり穴開きました。じゃあこの調子で穴広げていきます。はい、大きい穴開きました。あ、穴が見えます。光ってますね。じゃあ軽くヤスリかけて、あとはこのシャシーブラックで錆止めしておきます。エンジンルームからもシャシーブラック振って錆止めしておきました。それでは塗装乾くまでしばらく放置しておきます。はい、やってしまいました。ちょっと大きいトラブルが発覚しました。この 100Ah のリチウムバッテリー6台並列接続して 600Ah にしようと思ってたんですけど、視聴者様のコメントで 400Ah4 台までしかサポートされていないんじゃないですかという助言をいただきました。取説見たら確かに4台並列接続と書いていました。5台以上はダメとは書いてなかったんですけど、4台までの絵しか載ってませんでした。直列接続すればもっとたくさんの台数つなげられるようですが、直列接続はボルトが上がってしまうので、この周辺機器が全部使えません。そっか、もしかしたらダメかもしれないですね。今軽くネットで調べてみたんですけど、5台以上並列接続はダメという情報は
載っていませんでしたが、電気関係は事故になると命にかかりますんで、一度リタイムさんに問い合わせしてみて、また明日作業再開します。はい、結局あれから3日経ちました。リタイムさんからは並列接続は4台を勧められました。せっかく6台用意したので、しばらく模索してみました。その結果、デュアルサブバッテリーシステムで 600Ah 搭載にチャレンジしてみます。4台を並列接続してサブバッテリー1、そしてこの2台を並列接続してサブバッテリー2として切り替えて使用できるようにしたいと思います。これだったら 600Ah 搭載可能です。この切り替えスイッチを使います。こういった感じでバッテリーをオフにしてオンにするっていうバッテリー切るスイッチっていうのがあります。こちらはそのバッテリー切るスイッチに加えてセレクターみたいな感じでバッテリー1、バッテリー2を選べます。ここなんですけどオフになっていって、でこっちが1、こっちが2っていう感じで、こんな感じでバッテリーを選択できるようになっています。バッテリーの残量の分かるモニターももう1台買いました。こっちがサブバッテリー1、こっちがサブバッテリー2っていう感じで残量を把握できるようにします。ちょっと複雑になるんですけど、ここまで来たらもうとことんやってみます。こちら3日前に穴開けて錆防止の塗装したところ、もう乾いてますね。取っておきます。では早速リチウムバッテリー設置していきます。はい、6台しっかり固定できました。でこれメンテの時ですね、箱を上に上げることもできます。ここを少しカットしました。なんでこんな感じで上げ下げできます。バッテリーを並列接続していきます。でこのケーブルなんですけど、今回38スキアというすごい太いケーブルで、こちらも Amazon で丸型端子付きのケーブルを購入しました。念のためゴム手袋をしておきます。並列接続なんですけど、このプラスはプラス、マイナスはマイナスで接続していきます。でこっち側のこう見て横に並べているのが4台サブバッテリー1です。でこっちが縦にしたのがサブバッテリー2台を並列します。並列接続完了しました。こんな感じでプラスはプラス、そしてマイナスはマイナス、この4つを並列、そしてこの2つを並列って感じです。ケーブルがかなり太かったんで、この曲げるのが結構大変でした。ドライヤーで少し温めてから手で曲げて型をつけました。でここに締め付ける金具がありましたんで、このコルゲートチューブを巻いて一応保護しています。こっち側にもなんか貼っときます。次はこのバッテリーモニター取り付けます。ちょっと字汚いんですけど、こういう仕組みになっています。サブバッテリーがあって、プラスとマイナスがあって、ここに電気つくようになっています。プラスマイナスで。でその間にこのシャントっていうのをかまします。それがこちらになります。間にかますことによって、ここから線が出ていて、でこのモニター、こちらに電流が表示されます。今回デュアルバッテリーシステムなんで、この切り替えスイッチでバッテリーを1と2切り替えます。なのでこんな感じでサブバッテリー1とサブバッテリーに両方シャントが必要になります。で次この切り替えスイッチですね。ここなんですけど、ここに入れます。バッテリー1のプラスとバッテリー2のプラスをつなぎます。そしてここプラスとマイナスなんですけど、最後バスバーというのにまとめます。これがバスバーなんですけど、ここにマイナスの線つなぐことによって、全部の照明とか方につけていったらマイナスにつながっていくことになりますので、ケーブルがスッキリします。プラスはプラス、こちらに接続します。なんでデュアルバッテリーシステムなのでちょっとややこしいんですけど、要はプラスマイナスがあって、マイナスのところにシャント抵抗をつけるって感じですね。で切り替えスイッチでプラスはこっちからかこっちからか使えるように自分で選べる感じです。切り替えスイッチは別途したすぐ手届くところ、ここに置いておきます。これで容易にアクセスできます。バスバーはこの辺結構スペースありますんで、ここに設置します。バッテリーモニター用のシャントは、ここ、バスバーのマイナスからこうバッテリーに行きますんで、ここに置いておきます。
はい、サブバッテリーの並列接続完了しました。リチウムバッテリー固定していたこのバンドなんですけど、金具があってコルゲートチューブで保護してたんですけど、やっぱり嫌な予感しましたんでやめました。全部このマジックテープのバンドで固定しています。バッテリーをつないでいたこの38スキアという太いケーブルもカットしてちょうどに揃えました。途中から38スキアのケーブルがなくなっちゃったんで、もうプラスの方はこんな感じで少し細い22スキアというケーブルを2本つないでいます。ただちょっとですね、ケーブルの取り回しがあんまり綺麗でなくなったんで、また38スキア買って後日付け直すかもしれません。で、こちら側がサブバッテリー1ですね。4台を並列接続しています。プラスはプラス、マイナスはマイナスで接続しています。一番端のプラス22スケア2本でこう接続して、ここに来ています。これがサブバッテリー1です。こっち側がサブバッテリー2です。でそれをこの切り替えスイッチで切り替えます。で切り替えた信号はここから出てきます。でここに出てきて、このバスバーに接続しました。でマイナスはこのシャントをかまして、こちらもバスバーに接続しています。今はスイッチオフの状態でバッテリー繋がってないんですけど、1にしてこのバスバープラスとマイナスにつなぐと電気がつきます。でこのバッテリーモニターはもうつなぎました。現在 0% で 13.1V と出ています。これ電圧は正しいんですけど、残量はまだ設定してないんで 0% です。サブバッテリー2の方は 12.9V です。これはまた上の方とか見やすいところに設置しておきます。リチウムバッテリーは Bluetooth 内蔵されてますんで、このアプリ入れとけば接続できます。もうインストールしておきました。で、一個一個ですね、こんな感じで押すと残量がわかります。そして面白いのが BMS の状態やセルの状態がわかります。異常があればこんな感じでわかるんですかね。今通常になっています。で、バッテリー温度にサイクル回数って書いてます。なので充電回数ですね。そういうのもわかります。で、こちら次のページ行くと放電スイッチや電源オフスイッチもあります。なのでこの接続された状態でもアプリの方でオフにしとけば作業とかしやすそうですね。電気が流れることはありません。電気使用すると電気の流れもアプリで見れますし、こういったバッテリーモニターでも見れます。一旦この次インバーターつけて、これ AC コンセント使えるようになります。インバーター接続して電気消費してみて、問題なくリチウムバッテリー使えるか試してみます。はい、インバーター接続完了しました。インバーターは接続も簡単で、このプラスからプラスのバスバー、マイナスからマイナスのバスバーです。で、間にヒューズ 180A を入れています。こちら取説に書いていた推奨のアンペア数です。これがあれば万が一火事になるような大きな電力が働いたり、何か事故でショートした時もヒューズが切れて電流が途中でストップしてくれます。それでは早速つけてみます。まずこのスイッチ今オフになってますんで、バッテリー1にします。バッテリー1のモニターは今消費電力ないですね。0です。インバータースイッチを押します。つきました。ディスプレイ動きました。光りました。で、消費電力が 4.7 とか5とかですね。もう何も使ってない状態でインバーター電源つけるだけで 5W 近く消費しています。で、こちらリモコンついてましたんで、リモコンも使ってみます。では一回インバーター切って、ここのリモコンポート、なんかインターネットケーブルみたいな、そんなケーブルを挿します。リモコンから電源をしてみます。お、つきましたね。よかったです。で、こっちがバッテリーの消費電力は現在 5W ぐらいなんですけど、インバーターの方は 0W です。インバーターの AC コンセントに何も挿しないんで消費電力はないんですけど、もうつけるだけでバッテリーを少し消費します。このインバーター 2000W と大容量なんで、やっぱり対峙電力もバカにならないですね。では一回このミニホットフライパンですね。こちら使ってみます。前面に AC コンセントが1、2、3、4つありますね。はい、スイッチオン。つきました。こちら現在バッテリーのモニターは 290W 消費しています。で、インバーターの方は 240W 消費しています。なんでやっぱりロスが結構ありますね。今はこの4台並列接続 400Ah のサブバッテリー1の方を使っていました。今度この2の方ですね。200Ah 使ってみます。このスイッチをこっち側にします。それで再度電源つけてみます。はい、つきました。次はこっちがサブバッテリー2の方のディスプレイが光りました。こっち側も一緒ですね。5W ぐらい消費しています。こっち側でも電気フライパン使ってみます。はい、問題なく使えました。よかったです。バッテリーの方は 288W 消費。で、インバーターの方は 240W 消費です。問題なく両方切り替えて使えました。で、このインバーターの
ディスプレイなんですけど、結構いいですね。この純制限波、ウェーブやインバーターの温度、そして 50Hz、60Hz とか周波数も出ています。いや、とりあえずこのデュアルサブバッテリーシステム完成しました。良かったです。なんかディスプレイいっぱいで面白いですね。それでは次は充電器関係つけていきます。この車のメインの充電システムになる走行充電器つけていきます。ここのスペースに置いていきます。取説に見ると、ここにモードありますんで、バッテリーの種類をこれで切り替えるようです。リチウムバッテリーは LFP ですね。で、ここに付属のケーブルあるんですけど、これをこの D プラスとインプラス、こちらにつなぐと電源が入るようです。で、こっち側に付属のケーブル、黒い方、挿すと 60A が 30A に制限されるようです。で、走行充電器の下にこの木の台用意しました。で、この上に乗せていきます。で、そうすることにより、ファンが風入ってきて下抜けます。で、ここにソーラーパネルとかの充電器またつけますんで、全体に風行くようにしておきます。では接続していきます。この走行充電器からサブバッテリーへ接続するんですけど、これはすごい簡単で、この走行充電器のプラスマイナスを、ここのプラスのバスバーとマイナスのバスバーにつなげば OK です。で、問題はこのメインバッテリーから走行充電器につなぐケーブルです。走行充電器のインプットがこちらにもプラスマイナスあります。このエンジンルーム内のメインバッテリー、プラスとマイナス接続します。で、プラスはここなんですけど、この間開けた穴、こちらを通します。マイナス側はボディアース接続になります。これマイナスなんですけど、ここケーブル出ていて、ここですね、ボディアース、ここにネジで止まっています、マイナスは。後部座席側のボディアースは、このサブバッテリーの下ら辺ですね。ここにボディアース、ネジが止まっています。ちょっと見えにくいんですけど。で、その後ろのボディアースをもうこのマイナスのバスバーに接続してますんで、こちらですね。なんで、ここに走行充電器側のマイナスをつなげば、直接ケーブルをつながなくても、このボディアース、ボディを伝って電気が流れます。なんか触ったらピリッとくるんじゃないかと不安になりますが、車の電装関係は全部ボディアース使ってるみたいなんで、走行充電器もこのボディアース使っていきます。元からあったボディアースが8スケアと少し細いんで、もう一本8スケア同じケーブルをここに合わせておきます。はい。だいぶメカメカしくなってきました。このケーブルの取り回しの関係で、走行充電器以外の充電器もとりあえず今仮でつけています。このエンジンルームのメインバッテリープラスからケーブルが出て、で運転席後ろ穴開けて、ここにケーブルが出ています。で、こんな感じでコルゲートチューブと結合バンドでカーペットのようなものに固定しました。そして走行充電器に行って、最後サブバッテリーに行っています。そして安全上取説にヒューズを入れてくださいと書いていました。できるだけメインバッテリーの近くがいいということなんで、このメインバッテリーからすぐこれヒューズですね。で、これスイッチオンオフのヒューズなので、ここで信号をカットすることもできます。マイナスの信号はここに追加しました。こうケーブルが張って、ここですね。前からあったマイナスボディアースの信号8スケアと新しく設置した8スケアのケーブルを共締めしています。そしてマイナスの方にこちらオンオフできるスイッチつけました。これも Amazon で買ったんですけど、仕組みとしては、これ回すとオンになって、これ離すと、こことここ離れます。なのでケーブルつないだままメインバッテリーの接続をオフにできます。これ作業するときもいいんですけど、長時間車乗らないときにバッテリー上がりを防ぐこともできます。そして元からこのマイクロバカンチェスにあった走行充電器用のケーブル、これ細いやつなんですけど、こちらも絶縁して、一旦結束バンドでどこかに固定しておきます。この走行充電器なんですけど、少し設定変えました。この裏の D プラス、インプラスに赤いケーブルを挿すと電源が入るということなんですけど、エンジン始動していなくても走行充電開始されるということだったので、もう一つのやり方、アクセサリー電源かイグニッション電源をこの D プラスに挿すやり方に変えました。このモードだとエンジン始動した時に充電開始されるようです。
このモードは取説に書いていなかったんですけど、リタイムさんに直接聞きました。ちょうどイグニッション電源が来ていました。このケーブルです。マイクロバカンチェスの走行充電はイグニッション電源とメインバッテリーからの8スケールのケーブルを使用していたようです。もしイグニッション電源やアクセサリー電源が来ていなかったら、このヒューズボックス運転席してありますね。そこから電源を取ることになります。そしてリタイムの走行充電はメインバッテリー下放電保護機能があります。いわばメインバッテリーが減ってくるとサブバッテリーへ充電されなくなるメインバッテリーを保護する機能です。なので今回のセッティングはエンジンを始動して走行充電が開始されます。そしてメインバッテリーの残量がなくなってくるとサブバッテリーの充電もストップするキャンピングカーにちょうどいい仕様になります。さあこれで充電できるか実際にエンジンつけて試してみます。まずはサブバッテリーこちら1の方に接続します。切り替えスイッチを1にします。そして作業中だったんでこのメインバッテリーをオフにしていました。でオンにします。これでメインバッテリーがつながりました。そしてここにヒューズありますんでこれもオンにします。そして今回車内からも走行充電をオフにできるスイッチをここにつけました。これもオンにしておきます。いわば三重カットシステムですね。このエンジンの切り替えスイッチでサブバッテリーカットもできるし、ソファー下の走行充電器スイッチ付きヒューズでもカットできるし、エンジンルーム下のメインバッテリーすぐ横のスイッチ付きヒューズでもカットできます。いやーなんか怖いですね。ガレージ換気しておきます。成功してくれ頼む。はい、走行充電のランプついています。現在 60A 800W で入力されているんですけど、オフになったりしています。オンになって 800W 充電されて、でしばらく経ってまたオフになって一旦ゼロになってからまた 60A 充電されて 800W 入力、そしてまたオフになるって感じです。もしかしてこの 60A 充電っていうのが今のノーマルのメインバッテリーでは発電量が足らないかもしれません。一旦切ります。60A 800W 充電されているときはここの緑のランプなんですけど、オフになるときはこの赤いランプ故障というのがつきます。一旦このケーブル接続して 30A に充電量を制限してみます。はい、ケーブル挿しました。これで 30A に制限されると思います。はい、緑のランプつきました。で故障のマーク赤のランプはついていません。で5分ぐらいチェックしたんですけど 30A約 400W 入力されていてゼロにはならないんで、やはり 60A 充電が原因だったようです。軽バンのメインバッテリーとオルタネーターの発電量はやはり少ないので、この 60A の走行充電は使えないようです。後でこの高出力オルタネーターに変えてみます。これどうなるか楽しみです。とりあえず走行充電器の設置は OK です。次はソーラー充電ですね。もういよいよ終盤になってきました。こちら屋根に載せる予定のソーラーパネルが 450W と大容量高電圧なので、ソーラーチャージャーも大きくなっちゃいました。でこちらも Bluetooth 内蔵されてますんで、スマホで状況を見ることができます。配線はソーラーパネルから2本のケーブル出て車内にあります。でそれをここにプラスマイナス挿して、でちょっとここ柱で見えにくいんですけど、プラスマイナス横があります。でこれをサブバッテリーにつなぐとソーラーからの充電が来てサブバッテリーへ充電されます。ソーラーチャージャー取り付け完了しました。今回ソーラーパネルからソーラーチャージに入る手前に切り替えスイッチ入れました。これ横から見た感じなんですけど、この状態にしているとソーラーチャージャーの方に信号が流れます。この下からソーラーパネルが来ています。でこっちが真ん中にすると接続が切れている状態です。でこっち側にするとこのケーブルに行きます。このケーブルはここから出していて、こんな感じでポータブルバッテリーに充電できるようにしました。こういったポータブルバッテリー、ソーラーパネルから入力できるコネクタついています。これとこれを挿せばポータブルバッテリーが充電される状態になります。なのでリチウムバッテリーが満タンの時とかはポータブルバッテリーに充電します。ソーラーパネルからソーラーチャージャーに入力されて、次ソーラーチャージャーからリチウムバッテリーに充電されるんですけど、その間にこのヒューズつけました。50A です。
このソーラーパネルは 60A まで対応してますが、今回つけるソーラーパネルはボルトが高くてアンペア数はそんなに高くないんで、低めのヒューズにしました。このソーラーチャージャーはもう電源がついています。今現在サブバッテリーのボルトが表示されています。あとはソーラーパネルから何アンペア来てるか、温度何度とかそういった情報が見られます。ソーラーチャージャーに Bluetooth が内蔵されていますので、アプリでも確認できます。このソーラーチャージャーはソファーの下なんでも本体表示は見ることないと思います。このアプリでの確認は結構使うかなと思います。ソーラーパネル何ボルト何アンペア入力されてるか、サブバッテリーの状態ですね、温度とかも全てわかります。で、こんな感じで過去のデータですね、何月何日何ワット充電されたかなど蓄積データを見ることができます。今屋根にソーラーパネル乗っていませんので、また設置した時に使用できるか確認します。とうとう最後の充電器です。外部充電器、これ AC コンセント挿して、もうそのままリチウムバッテリーを充電できます。これが AC コンセントですね。で、反対側はリチウムバッテリーに接続するんですけど、アンダーソンコネクタになっています。リチウムバッテリー側は丸型端子で、このコネクタですね、これをこう挿すだけで接続されます。外部充電器のアンペア数は 20A なんで、そんなに速くないですね。ここの上に乗せます。この L 字金具つけました。こんな感じで設置します。で、こっちも L 字金具つけておきます。外部充電器接続完了しました。一回試してみます。コンセントはこの横に置いています。はい、赤いランプつきました。現在 19.9A、263W 充電されています。問題なく充電されました。結構ファンの音うるさいですね。風がすごい出ています。さあ、これでリチウム化と充電器関係取り付け終わりました。もうほぼ終わったと同然です。あとはバッテリープロテクターとヒューズボックスになります。こちらはマイクロバカンチェスに標準で付いていたやつです。バッテリープロテクターはバッテリーの残量がなくなってくると電気をストップしてくれる機器になります。こちらなんかもう配線が決まっているようなんですけど、取り外す前に写真撮ってきました。もうこのまま真似します。これ鉛バッテリー用なんで、今リチウムバッテリーで電圧が違うんで意味がないんですけど、とりあえずつけておいて、リチウムバッテリー用のバッテリープロテクターもあるようなんで、いずれそちらに取り替えます。これはヒューズボックスです。今回たくさん取り付けたこういった大きいヒューズですね。これ 80A 用なんですけど、それのちっちゃいバージョンになります。全部 10A です。ここに冷蔵庫や元がついていた照明など取り付けていきます。ようやくスポットライトなど使えるようになります。もうこの辺は何もいじらずに前のまま取り付けます。今回新たに取り付けたい装備がスイッチです。こういった小型のスイッチを売っていました。これをこういった赤い線ですね。冷蔵庫や照明など行く線なんですけど、冷蔵庫や照明など電気を送る線にこのスイッチを割り込ませるとオンオフができるようになるようです。これがスイッチの構造なんですけど、バッテリーから電気が流れて電気がこうやって光ります。こんな感じでスイッチをつけるとバッテリーから一旦スイッチの方に経由して、でここでオンオフ切り離してつけるをします。で電気がオンオフできるようになります。すごい単純な構造ですね。はい、取り付け完了しました。冷却ファンの電源など全て取り付けました。電気関係試していきます。これで照明つかなかったら最悪ですね。ドキドキします。でまず作業用の照明。これは家のコンセントにつないでました。消して、まずはこの元からあった照明つくかやってみます。無事つきました。よかった。でこの照明はここにスイッチ取り付けました。ここでもオンオフできます。これでメインの照明が消えました。次は内張りに取り付けたスポットライトの照明ですね。6連です。これつけていきます。ここにリマーをつけました。これで調光できるはずです。さあつくでしょうか。お、つきました。やりました。これかなり明るいです。現在マックスで照明つけています。サブバッテリーのディスプレイでは現在 16W 消費です。結構省エネですね。で実はまだ照明あります。ここにスポットライトつけました。これ前からマイクロバカンチェス純正でついていたんですけど、ちょっと長くてたまに頭打っていたんで、この短い方 Amazon で売ってましたんで、こちらに取り替えました。これを運転席の後ろとリアのここですね、ここにもつけました。そしてテーブルの上につけれるようにこんな感じで配線伸ばしてとりあえず置いています。では一回つけてみます。このスポ
ポットライトの照明を消して、でここにボタンがあります。つきました。ほんのり光っています。こういった感じでダウンライトのように雰囲気のある照明になります。寝る前とか良さそうですね。一旦全部の照明つけてみます。もうめちゃくちゃ明るいです。これなら YouTube の撮影もしやすそうです。全部の照明つけて 34.5W です。そして冷蔵庫の電源用にここにシガーソケット配線しました。取り付ける予定の12リッターの車載冷蔵庫、電源入るか試してみます。冷蔵庫の電源はここにスイッチつけました。つきましたね。問題なく使用できます。このタイプの冷蔵庫、以前9リッター使ってたんですけど、結構ちっちゃかったんで、この12リッターというのがありました。こちらをビルトインにする予定です。次はこの走行充電器を冷やす冷却ファンですね。サーモスタット入れました。これも Amazon で1000円しないぐらいで売ってたやつなんですけど、この PC ファンの電源サブバッテリーから取ってるんですけど、その間にこのサーモスタットを入れます。これ取説中国語だけだったんですけど、なんとなく分かりました。ここのボタンを押すと、何度になったらファンを電源を回しますかっていう設定温度が決めれます。で、長押しでこんな感じで温度決めれます。一応31度にしときます。で、これが温度計なんですけど、ちょっと人肌で温めてみます。はい、どんどん上がってきました。現在 30.5 度。31度になりました。電源つきました。しっかり回っています。かなり風強いですね。この後方にも走行充電器の下開けたんで、かなり風が来ています。これは全体冷却できると思います。で、温度が下がったら自動的に止まるようになっています。このサーモスタットめちゃくちゃ便利ですね。これも人類の英知だと思います。配線なんですけど、こういった USB ファンなどはケーブルが細くてハンダゴでしないといけないんで、自分ちょっと持ってなかったんで、こういった被覆向いても挿して、このパチンってするだけで接続できるコネクタを使いました。ここまで来たら最強の軽キャンピングカーにするため、この高出力オルタネーターつけて強力な走行充電システムにします。オルタネーター販売先の寿パーツさんが取り付けに関しての取説送ってくれました。注意事項なども書いています。参考の取り付けの YouTube 動画を送ってくれました。やっぱり動画の方が分かりやすいですね。これ見ながら作業を進めます。メインバッテリーの電圧も正常値で、バッテリーはもう外しておきました。これで作業を進めます。ここが運転席の下のエンジンルームになります。で、これがオルタネーター、電気を発電します。このベルトからエンジンの動力伝わって電気発電して、でメインバッテリーに充電されます。この車の機構すごいですよね。一つ一つ役割があって絶妙なバランスで設置されています。これ作った人間って本当すごいなと思います。それでは取り付けていきます。手順としてはこのサイドブレーキのとここですね、もう外してしまって横にずらして取りやすくします。そしてボルト緩めてベルトも緩めて取り外して交換して取り付けるという流れです。はい、ここでトラブル発生しました。あとここのボルト 14mm の2つ外して外れる感じだったんですけど、なんとここが固着して取れません。1時間頑張ったんですけどダメでした。この潤滑剤塗ったりハンマーで叩いたり温めたりいろいろネットで調べてやってみたんですけど、もうちょっとこれは手に負えません。残念ですがちょっとまた対策考えます。ボルト折れることもあるようなんで、もうプロに任せた方がいいかもしれません。とりあえず走行充電器は 30A では充電できますんで、そちらでしばらく使っていきます。高出力オルタネーター取り付けてくれる車さんまた探しておきます。気を取り直して最後の仕上げ、このサブバッテリーのディスプレイを壁に取り付けます。でこのキーなんですけど取り付けようと思います。手すりのところですね、ユーティリティナット用の M6 の穴が開いてますんで、そちらを利用します。配線隠したんですけど結構目立ちますね。
とりあえずこれは仮でいきます。ディスプレイ綺麗に収まりました。よかったです。左からインバーター、そしてサブバッテリー1、400Ah、サブバッテリー2、200Ah の合計 600Ah 搭載です。高出力オルタネーターは残念でしたが、全て取り付け終わりました。ソーラーだけチェックできてなかったんですけど、今結構晴れてますんで、この屋根にあるソーラーのケーブル、これつないで、このソーラーパネルは 100W ぐらいだと思います。あとはこのソファーの下にあるソーラーパネルからつながっているこのブレーカーをまずオンにします。で、次はこのセレクターですね。今がオフになっていて、こっち側にするとサブバッテリー、こっち側はポタ電です。ではサブバッテリーの方にします。ソーラーチャージャー、このソーラーパネルのマークのところに電気がつきました。そしてソーラーパネルからバッテリーの矢印が出ています。これ充電されてます。アプリで確認すると現在 55W 入力されています。こっちからのディスプレイでも 53.5W 入力されているのが分かります。すべての伝送機器取り付けチェック終わりました。いろいろトラブルありましたが、理想のサブバッテリーシステム構築できました。このメカメカしい感じ、かっこいいですね。これ眺めながらご飯何杯でもいけそうです。小さい車に最新バッテリーシステム搭載し、自己発電のみで夏場もクーラーたくさん使える軽キャンピングカーは想像しただけでワクワクします。あとは家具の DIY で完成です。早くこれで車中泊に行きたいです。最初に説明した時より少し手直ししました。まずですね、このケーブル22スキアの2本ケーブル出てたんですけど、38スキア届いたんで、もう38スキア1本に変えました。こちらですね。少しスッキリしました。で、この辺マイナスとプラス結構交差しているところはコルゲートチューブ巻いて保護しておきました。このサーモスタット1つあったんですけど、2つに変更しました。で、走行充電器も熱結構出るんですけど、このソーラーチャージャー、ソーラーパネルの充電器もかなり熱持ちます。ここに温度計テープでつけています。これで充電中に温度が上がってきたら、この冷却ファンが回り温度が下がる仕組みになっています。充電関係は高温になってくると危険っていうのもあるんですけど、充電量がそもそも抑えられます。なので温度を下げて冷却するのがかなり重要になってきます。今回のバッテリーシステムでこだわりポイントがあります。それはこの壁に全部ケーブルを剥がしました。できるだけこの床の方はケーブルを置かないようにしました。ごちゃごちゃしてるんですけど、メンテはまだしやすいと思います。そしてしばらく乗らないためのサブバッテリーのキルスイッチですね。ここでオフできますんで、しばらく乗らない時もバッテリーがほぼ減りません。で、エンジンルームのメンテナンス性です。ここの椅子が後ろに倒れるように、この箱、上に上がるように設置しました。こんな感じです。これなら運転席を後ろに倒してエンジンルームのチェックも容易にできます。次こだわったのはこの木目のディスプレイパネルです。ホームセンターで売っている杉の木なんですけど、木目のコントラストが綺麗な木を使いました。またこの辺スペースありますんで、また照明とかいろいろ取り付けていきます。ちなみにこのチョボなんですけど、ここにあるのはこのゴーグルとかですね。こんな感じで設置しようと思ってます。誰もこの養生テープでかたどった R だとは気づかないでしょう。今回設置にあたりたくさんの機材や工具を使いました。その中で使いやすかったもの、逆に注意点など簡単にお伝えします。まずはこのバスバーですね。これは本当に良かったです。こんな感じで赤のケーブル全部集めたり、黒のケーブル全部集めたりできます。かなりスッキリしました。このバスバーがなかったらこの赤のケーブルは全部ここに集中するんですね。なんでかなりわちゃわちゃします。自分はこういったシステムするときはこのバスバーはもう必需品だと思います。そして工具なんですけど、ケーブルの被覆を向くこの工具ですね。これほんと買ってよかったです。こんな感じで22スキア、38スキアなどありまして、ここにもう挟んでくるって回し引っこ抜くだけで被覆向きが完了します。あとは小さいサイズの被覆向きです。これは結構細いケーブルも簡単にこう入れてくるって回して引っ張れば抜けます。配線するときにこの結束バンドベースビスタイプなんですけど、これはめっちゃ良かったです。これ両面テープだけって結構よくあるんですけど、ビスも打てます。でこんな感じでたくさん使いました。これいいところはビス打ちなんでもう絶対に外れません。そして結束バンドと別なんで、配線してからやっぱり違うなと思った時に結束バンド切ればもう一回配線したケーブルを固定や束ねたりできます。このやり直しが効くのがすごい便利でした。あとはこのワンタッチのケーブルの血栓ですね。こんな感じで開けてパチンで締めればこの血栓できます。結構強度もありましたんで、こういったサーモスタットなど細いケーブルのところですね。こういったところはワンタッチコネクタ使いました。こういったワンタッチコネクタ使えば時間も短縮になりました。で注意点なんですけど、今回自分この22スキアのケーブルを2本束ねてこんな感じで使ってました。でこれが結構大変でした。単身つけるときにですね、こう
重ねてできないんで、こうずらすんですね、こんな感じで。なんで、配線の取り回しが結構大変でした。もうできればこんな感じで太いケーブル1本の方が配線の取り回しは楽だと思います。あとは重量ですよね。たくさん積めば重量が増えてきます。車によっては車中泊の荷物が置けなくなってきます。この車は最大積載量200キロなんで全然余裕なんですけど、また家具など全てつけてから一度ゴミ捨てに行くときに重量を測ってみます。今後なんですけど、家具を戻して DIY 続けていきます。で、つけたい装備がですね、レンジフードです。もう大きい換気扇つけて、ここで焼肉できるようにします。で、後ろ側は電子レンジやオーブントースターなど家電を積んで快適な車中泊を目指します。一旦ですね、この状態、ベッドありますんで、この状態で車中泊に行ってきます。たっぷり電気ありますので、たくさん使いながら走行充電器も試して、次の家具作るにあたって使い勝手を考えながら車中泊していきます。またそちらも動画にしますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。どうも、クピオです。今 DIY で作っているこの軽キャンピングカー、いよいよ最後の工程、家具取り付けます。今回は電子レンジやオーブントースターなど家電設置した後、ここで焼肉できるようキッチン作りたいです。もうアホでしょ。でもそれが自分の理想の軽キャンピングカーなんです。チャレンジしてみます。まずは車を簡単に紹介しておきます。ベース車はトヨタのピクシス版です。この車は 4WD タオです。リンエプロダクトというビルダーさんが制作したマイクロバカンチェス二人旅という名前のキャンピングカー仕様の車です。一番大きな特徴はこのセカンドシート、後部座席を取っ払った2シーターの軽バンです。こうすることにより軽自動車でも広大なスペースが生まれました。一人二人使いに特化したちょっと変わった車です。ここで皆さんによく聞かれることは、なぜ何もない軽バンから DIY しないのかと質問をいただきました。実はこだわりや理由があります。まず大きい理由としては、時間が大幅に軽減されて、より高レベルの軽キャンピングカーにできるからです。このマイクロバカンチェスはシンプルだけどビルダーさんのノウハウが詰め込まれています。絶妙なベッドの高さ、家具の曲線、床の強度、カーテンレールの密着具合、すべて一からネットで勉強して自分が作ると半年はかかりそうです。このノウハウの詰まった家具などのベースを利用してより使いやすいよう自分好みの仕様に変えていきます。いわばリノベーションキャンピングカーという感じになります。そして格安の中古車を買ったので穴開けなども躊躇なくできるのも嬉しいポイントです。もともとついていた電子レンジや家具などは一旦取りました。一旦バラしてからやった DIY の工程が断熱とリチウムバッテリー搭載です。断熱はこのメタルシートやパーフェクトバリア断熱材を天井やサイドなど入れれる部分は隙間に詰めていきました。そしてベッド下に入れているリチウムバッテリーです。こちら 100Ah が6台搭載しています。なので合計 600Ah という軽キャンピングカーにしては超大容量のリチウムバッテリーになります。これで夏場もクーラーガンガンに使えます。そして外部電源に頼らない自己発電の旅ができるように、このベッド下に 60A という超大容量の走行充電器とソーラーチャージャーをつけています。これで走っても充電、太陽からも充電が可能です。今回の DIY は問題点だらけです。この元々あった家具を利用し加工して作っていくんですけど、追加で付けたい家電がたくさんあります。そちらをどう入れ込んでいくか、どんなギミックで設置するか、妄想では案があるんですけど、うまくいくか現場で合わせながらやっていきます。搭載したアイテムが電子レンジ以外にオーブントースター、ドリップコーヒーが飲める機械、キッチンにレンジフード、ゴミ箱など設置予定です。Amazon でいろいろ買いました。こういったスライドレール、この辺駆使して小スペースを活かして設置します。キッチンではこういったガスコンロや IH のコンロですね。両方できれば設置しようと思います。レンジフード用の換気扇もいろいろ買いました。こういった PC ファンやダクト、で卓上の換気扇、そして家庭用の換気扇ですね。こういったものいろいろ揃えました。この中からいろいろ試して一番静かで使いやすいレンジフード考えて作ってみたいと思います。そして夏用のクーラーなんですけど、
こういったポータブルクーラーを搭載予定です。あとはラクールという分離型のポータブルクーラーも試してみます。では早速家具の DIY に取り掛かります。一旦ですね、元からあったこの家具をビス止めせずに設置して、その都度考えながら加工していきます。はい、これが元あったカゴになります。この一番後ろの棚なんですけど、ここが一番容量あります。この中に前は冷蔵庫入っていました。で、その横のスペースなんですけど、このソファーマットにした、ここも冷蔵庫のコンプレッサーが入っていました。取り外した冷蔵庫はこれなんですけど、この上の部分がコンプレッサーで、これが本体になります。どれだけ元あった冷蔵庫がこの家具を占領していたかわかると思います。その代わり大容量だったんで、もう入れるもので困ることはないぐらい快適な容量でした。そしてこの冷蔵庫の上、ここに電子レンジがあります。そして電子レンジの横、ここに少し収納がありました。こんな感じの蓋がついています。改良で冷蔵庫は12リッターの小型入れますんで、このぐらいですかね。ここに入れてスライド方式で取りやすいようにしたいと思います。で、その下ですね。このスペース空きますんで、ここはゴミの収納か予備の収納スペースにしたいと思います。冷蔵庫のこの上のスペースなんですけど、ここは家電を置きます。オーブントースターやドリップコーヒーが飲める機械置きます。その上は変わらず電子レンジ置きます。で、こちら側は家具の右側なんですけど、ここを大改造します。このまず小さい収納棚ですね。これはもう取っ払って大きい台にします。で、ここでガスコンロや IH 調理器すぐに使えるように埋め込み式にします。その上のここの小さい収納なんですけど、ここももう取っ払って換気扇つけます。レンジフードですね。USB ファンとかつけて、ここからダクト出して窓に排出します。で、ちょうどこの辺がですね、IH 調理器やガスコンロの上になる予定です。で、ここをプラダンとか何かキーとかで覆ってうまく空気が排出できるように現場合わせで DIY していきます。ずっと悩んでいたこのマイクロバカンチェス、最初からついていた回転式のテーブルなんですけど、こちら一旦このまま使ってみます。キーだけちょっと変えるかもしれません。このテーブルの下とかですね、何か収納つけたいと思います。助手席の上、ここもですね、かなり大きい収納スペースになりますんで、平行になるような板取り付けて、ポータブルクーラーや電気ファンヒーター、カセットガスヒーターなどいろいろ置けるようにしたいと思います。さあ、それではいよいよ DIY に取り掛かります。どうなるか楽しみです。まずはですね、この冷蔵庫から設置していきます。その前にですね、ここの窓なんですけど、もうほとんどカーテン開けたり閉めたりしなかったんで、もう断熱で埋めちゃいます。やっぱり窓からの熱や冷気っていうのはかなり通りますんで、少しでもこの軽板の断熱性能を高めておきます。天井断熱した時に余っているこのメタルシート、こちらで窓を塞ぎます。はい、リアの窓の断熱終わりました。ちょっと透けてるんですけど、このリアの窓なんですけど、元から純正でスモークフィルムが貼られた状態です。なのでそこまで目立たないと思います。一旦これで様子見ます。結局結構厚みあったんで三重にしました。貼り付け方法なんですけど、一番外側の窓はこの 3M の建築でも使われるすごい強力な両面テープ枠に貼りました。2重目も同じような感じで貼って、3重目の一番こっち側ですね、これはこの内装に直接両面テープ貼りました。隙間なく密着したので結露は大丈夫だと思うんですけど、夏場高温になった時両面テープが剥がれないか注意して見ておきます。メタルシート30なんでもう断熱性はピカイチだと思います。それでは家具を戻して冷蔵庫設置していきます。
はい、家具の右側の土台以外ですね、左側を戻しました。で、上のところですね。で、まずは左側から作っていきます。この感じ、なんか懐かしいです。やっぱりいいですね。この R といい、造形美が美しいです。で、元からここにあった LED のダウンライトは接続し直しました。なので、つきます。雰囲気いいですよね。奥のカーテンはもう意味ないんですけど、一応雰囲気でつけています。これがないとメタルシートが丸見えになってますんで、ちょっとかっこ悪いです。冷蔵庫取り付ける位置なんですけど、ここの前面外して、ここのスペースにこのスライドレール 350mm ですね。こちらをこの辺に2本つけて引き出して使えるようにします。今回自分自身スライドレールを初めて取り付けます。うまくいくかちょっと不安なんですけど、やっぱり小スペース生かすにはスライドレールがかなりキーポイントになります。なので対応したいと思います。こう手前に引くことによってここの上もそのまま使えるし、でこの下も開きます。なのでゴミ箱や収納で使います。冷蔵庫を取り付ける高さはこのソファに干渉しない高さ、この辺ですね。そしてこの冷蔵庫が蓋が開いた時に上の電子レンジに干渉しないようにしないといけません。普段はこの中に入っていって、スライドレールで使う時に引き出して、こうパカって開けて上の電子レンジに干渉しない高さにします。うまくいくでしょうか。そしてこの小型の冷蔵庫、実際に使った時結構振動しましたんで、下にゴムか何かクッションかませます。もともとこの家具は前にこんな感じで前面も気がついていました。なんでこれがなくなることによって強度がちょっと心配ですよね。冷蔵庫をしたこの前面パネルをくっつけるか、もしくはこの足ですね、ここも固定しちゃうか、ちょっとその辺は実際にやりながら強度も確かめながら補強していきます。もともとあった冷蔵庫のこの上の蓋になるんですけど、これはちょっと高さ変わってしまうんで一旦取っ払います。そしてこの冷蔵庫の後ろ結構ここスペースありますんで、この断熱材余ってますんで詰めておきます。だいたい横幅50センチ、奥行き3センチぐらいのスペースがあります。意味あるかわからないんですけど、夏の暑さに向けて少しでも断熱増して対策しておきます。それではいよいよスライドレールを取り付けます。このスライドレールなんですけど、こう伸ばすとこんな感じで取り外せます。でこの大きい方をこちら家具につけて、でこちら側は冷蔵庫の下になる板を取り付けます。でこんな感じで左右2本取り付けて引き出せるようにします。取り付け方 YouTube などで勉強しました。で見てる限りでは結構簡単そうだったんですけど、できるでしょうか。でポイントはここに穴があるんですけど、これが全部一直線になっているようです。なので線を引いて一直線に取り付ければ問題なくスムーズに動くようです。手順としては取り付ける高さを決める、そして線を引く、でここを中心にして水平に線を引きます。そして冷蔵庫の底板、この前に引き出す板なんですけど、幅がこのレール分引かないといけません。これ1本 12.5mm なんで2本分なんで合計 25mm 分横幅を引いて冷蔵庫の底板を作ります。ちょっとやってみないとわかんないんでもうやっていきます。で一旦この横幅測って奥行きも測って、まずはこの冷蔵庫の底板カットしていきます。ちょっと散らかってるんですけど、木材加工場作りました。今後キャンピングカーの家具はこちらで作っていきます。いつもはこういった丸ノコで木材カットしてるんですけど、今回の DIY に合わせてこのスライド丸ノコ買いました。もうこれ買って本当に正解でした。こちらの可動域は30センチくらいと少し限定されるんですけど、こんな感じです。ただですね、もう木をこんな感じで固定してこうカットするとこんな感じでもう精度の高い90度のカットが簡単に何も測らずカットできます。こちらの普通の丸ノコでしたら、この丸ノコ用の定規ですね、当ててクランプで押さえて動かないようにしてと結構工程があるんですけど、このスライド丸ノコはレーザーも出ますんで簡単にまっすぐ切れます。DIY 初心者には本当ありがたくて作業効率も上がりました。
長く木材をカットする場合は従来通りの丸ノコで、短い場合はもうこのスライド丸ノコでガンガン切っていきます。今回はこちらの2つでキャンピングカーの家具を作っていきます。主に使う木材なんですけど、同じ色の化粧板の板が売ってましたんで買っておきました。これをカットしていきます。さあ、取り付け終わりました。あとは実際に合わせてスライドがうまく動くかどうかですね。やってみます。このまま両方合わせてはめます。うわ、これ緊張しますね。うまくいってくれ。奥まで突っ込みます。はい、奥まで入りました。結構硬かったんですけど大丈夫ですかね。寸法上手に作ったんでキツキツだったのかもしれません。これでプッシュオープンなんで、ここをもし押すとこんな感じでスライドが動きます。あ、スムーズですね。あ、すごい軽いです。よかった。ちょうどですね。いやー、よかった。これはでも満足度かなり高い DIY ですね。なんかちょっと純正感もあります。これもともとあった家具なんですけど、でこっち側が新しく買った家具です。色もそんなに違和感ないですね。では実際に冷蔵庫を乗せて高さいけるかチェックしておきます。はい、こんな感じですかね。ソファーにも干渉していません。でそのまま上に開けてもここも干渉しません。これで大丈夫ですね。おお、いいですね。ではこれでスライドレールのネジ本締めします。余った端材で冷蔵庫落ちないようにこんな感じでビス止めしていきます。これ何回もやっちゃいます。冷蔵庫の排熱なんですけど、ここの穴が開いているところですね。こことここ、そしてこちら側です。で木の板は当たらないようにしました。収納された時にここが隙間できるように作っています。で奥も少し隙間ありますんで問題ないと思います。ここが前の冷蔵庫の上のテーブルの位置です。で9リッターの冷蔵庫にしていたらここのテーブルの高さでも設置できたんですけど、12リッターにしたんでこの分厚みが出て設置できなくなりました。なのでもうちょっと上げてこの辺ですかね、ここにテーブルを後で設置します。やっぱりですね、
9リッターの冷蔵庫は結構小さいんですよね。で、前自分9リッターの冷蔵庫エルバンやインディ727で何回か使ってたんですけど、連泊や長めの旅の時はやはりもうちょっと容量欲しいなと思いました。なので9リッターよりこの蓋の厚みの部分だけ容量が増えた12リッターにこだわりました。で、このスペースは寝る時に延長マットですね。こんな感じではめます。で、この状態でも開くように設計しました。大丈夫ですね。少し隙間が空いています。この冷蔵庫の下なんですけど、結構大きめのスペースが空きました。ちょっとアクセスはしにくいんですけど、広いのでゴミ箱兼臨時収納とかに使いたいと思います。今パッて思いついたのが、このスライドレール下にもつけようかなと思います。これ本来はこんな感じで横につけてこう引き出すんですけど、そこにつけるやり方もあります。ただ重量はそんなに耐えれなくて、耐荷重は3分の1に減るんですけど、5ミリぐらいだったら問題ありません。こんな感じで2本取り付けてスライドさせます。で、ここの前面は前についていたこれですね。ここのマットの棚っていうんですかね、ここかけるとこあります。で、ここを使います。で、ここから上は冷蔵庫使いたいんで、もうここカットしちゃいます。イメージはこの前面の棚を引くと、こうスライドレールが出てきて、ここに箱を作ってゴミ箱になる予定です。軽自動車で車中泊した時にゴミの問題結構悩みました。ここに大容量のゴミスペースができれば、その悩みも一気に改善できます。うまくいくかわからないんですけど、一回チャレンジしてみます。いけた。よかった。ここは思いつきで作ったんですけど、
気に入りました。ゴミ結構多く収納できそうです。またこのスペースに合いそうなカゴなど見つけて設置します。あえてここを箱にしなかったのは、ゴミ箱や他の収納など使い方は臨機応変できるスペースにしたかったからです。延長マットここに置いてベッドなりますんで、アクセスは少ししにくい場所です。この収納にして少し気になる点が、前はここ板全面ありました。なんで強度がやっぱり結構あったと思います。こう四角で囲ってるんで、今回ここスライドということで少し隙間空いてます。なんでここは完全にくっついてません。なのでここなんですけど、L 字金具で床と接合して補強しました。こっち側とこっち側は両方やっています。これで強度は確保されていると思います。そしてここなんですけど、この化粧板のモールっていうんですかね、端のところが少し出ています。こんな感じで少し前に出ています。なのでこの板がちょうどはまらなかったんで、ここはもうカッターでカットしました。で、これが取れました。この分出っ張りがなくなってスムーズに板が収納できるようになりました。で、寝る時用の延長マット1回はめてみます。はい、しっかりはまりました。ここに体重乗りますんで、この板が下に下がります。ここの台にマットが乗ってましたんで、ここは体重かかります。隙間1ミリぐらい開けてるんですけど、体重が乗ると床につくような感じになっています。で、このスライドレール少しだけ遊びありますんで、床についても問題ないと思います。はい、じゃあ冷蔵庫戻して、一番下はゴミ箱スペース、そして真ん中は冷蔵庫スペース、最後はここ家電コーナー作ります。結構スペース限られてるんですけど、またスライドレールとか駆使してできるだけ収納できるようにします。で、問題なんですけど、元からあった台がこの冷蔵庫上に上がったんで置けません。なので何か工夫が必要ですよね。キーとか当てて高さ増します。家電コーナーに設置したい家電なんですけど、こういったミニオーブントースターやケトル、コーヒーが引き立てで美味しいドリップポット、その他炊飯器やノンフライヤーなどです。全部は入らないと思うんですけど、サイズ見ながらワクワクする家電を優先的に搭載したいと思います。まずはベースとなるここに台を設置します。そのためにこのぐらいの高さの当て木を設置します。さあ、いよいよこちらの家具もう終盤です。こちら乗せてビス止めします。まずはサイズ合うかですね。大丈夫です。合いました。調整せずにいけそうです。
なんか地方のちょっと古いビジネスホテルの雰囲気がしますね。レトロな感じがしてなかなかいいんじゃないでしょうか。ちょっと色がこれじゃなかったかもしれません。同じ色にしといたらよかったかもしれません。ただこの辺は合わせてみないとわからないんで、すごい難しいですね。でもこれはこれで味があるんでよしとします。はい、それではこれでもビス染め端にしていきます。はい、これでがっつり固定できました。で、こう荷物を置いた時に奥の方上がるような力加わりますんで、多めに奥はビス打ってきました。で、今回この 9mm の薄めの板使いましたんで、ビスはこの細いタイプですね。こちら使いました。これだったら板が割れにくいです。通常のビスはこれですね。で、今回使った細い方のビスがこんな感じです。ちょっと細いんですけど、こういった薄い板の作業ではかなり重宝します。それでは実際に乗せたい家電をここに設置してみます。乗せれる、乗せれないがあると思いますんで、とりあえず優先順位高いものから設置していきます。あ、オーブントースター行きました。これはね、結構使いたかったんで嬉しいです。ほんとギリギリです。この 9mm の板じゃないと多分頭ついてました。あとは何乗せるかしばらくゆっくり考えます。はい、家電乗せてみました。なんかカラフルな感じになっちゃいました。このノンフライヤーとコーヒーのドリップポット乗りませんでした。これはかなり乗せたかったんですけど、ギリギリサイズが合いませんでした。とりあえず絶対に乗せたかったオーブントースターとケトルは乗せれたんでよしとします。ちょっとね、使わないやつもあるんですけど、一旦スペース埋めるために乗せました。で、まだ固定はしていません。これが一人用のホットハンドメーカーですね。昔使ってたんですけど、最近使ってません。一応小スペースでも置けますんで、一旦ここに置いてみました。そしてオーブントースターなんですけど、後ろのクリアランスがあんまりないんで、使用するときはこんな感じで前に出して使用しようかなと思います。やっぱりオーブントースターは結構熱持ちますよね。狭い車内なんで、できるだけ後ろに熱がこもらないようにしたいと思います。この赤い電気調理器はミニフライパンです。最近使ってなかったんですけど、250W ぐらいで目玉焼きとかすぐ作れますんで、意外と便利です。そしてこの後ろが電気ケトルなんですけど、アクセスがしにくかったんで、もう一個ギミック追加しました。こんな感じでスライドレールをもう一個つけました。どんだけスライドレールつけるねんって話なんですけど、これだったらいちいち物を出したりしまったりしなくてもすぐに物へアクセスできます。少し短い20センチのスライドレールです。これはもう押し込んだら固定されるタイプです。なのでこの家電コーナーは1個目はこのプッシュ式のスライドレール、そして2段目は手動ロック解除のスライドレール、2段式になりました。今はまだ固定せずに仮で置いてるんですが、意外とこれでももういけそうな気がします。上に何かスポンジとか入れてこうやって収納したらもう自然と固定されるようにしてもいいですね。一旦ですね、電子レンジつけてみます。この家電系の一番上、ここにもともとありました。こちらがもともとついていた電子レンジなんですけど、さらに小型のこのコンフィというメーカーの電子レンジありましたんで、こちらに付け替えます。で、元からついていた電子レンジはこのガレージで使用したいと思います。取り付け方法なんですけど、こういったネジですね、ここに L 字アングルなど金具を友締めして固定します。今は一旦サイズ感見ますんで、もうこのまま上に乗せます。この電子レンジとオーブントースター、軽自動車に両方積んでみたかったんですよね。夢が叶いました。これで早く快適な車中泊行きたいです。これで家具の左側の設置が完了しました。この家具の外側は何も入れてません。元からあった2リッターのペットボトルホルダー、これ2本入ります。4リッターですね。でその下、ここが扉ついてます。これも元からついていました。これはもう使用することはないと思います。ここをやろうと思ったら、またスライドレールつけて、ここに収納することもできます。一旦ここの収納が増えたんで、これで様子見ます。結構大容量です。軽自動車の収納は本当に悩みどころだったんで、このスペースはすごく嬉しいです。そして何といっても今回この冷蔵庫ですね。で心配していた
外から買い物してから入れるときなんですけど、意外とこっから入れれますんで、問題なさそうです。で、中からはこの辺が定位置になりますんで、すごいアクセスもしやすいです。そして家電コーナーは今回まだ様子見になります。でもこのオーブントースターやケトルはもう絶対持っていくと思います。ここも定位置に座りながらすぐに手届きますんで便利そうです。家電置いても少しだけテーブルスペースありますんで、食材などの一時置きにも使えそうです。そしてこれちょっと先にやろうかと考えてるんですけど、ここのスペースになんかポータブルクーラーとか設置できたらいいなと思います。で、足は飲ませる状態にすればかなり空間有効利用できて、寝たままでも直接クーラー当たれるし効率が良さそうです。またこの辺もおいおい妄想を形にしていきたいと思います。で、この家電の上のスペースですね。電子レンジがある横、少し空間が空きました。で、AC コンセントの延長をここに持ってきています。なので家電コーナーの AC コンセントをここに全て集約しようと思っています。プラスここもスライドの小物入れとかつければまだ収納力はアップしそうです。で、こっち側の収納なんですけど、これはもう潰してしまってレンジフードを作ることにしました。ここに USB のファンくり抜いて設置します。そしてダクトをつけて、ダクトをこの下からこんな感じで出して窓にカチャってはめるような感じにしたいと思います。ダクトの脱着はマグネットでしようと思ってますんで、パパッと簡単にめんどくさくないようにしたいと思います。で、次はそのレンジフードとか、こっち側のガスコンロ、テーブルなどの家具右側の製作なんですけど、今回は一旦動画ここまでにして次回にしたいと思います。次もいろいろ頭で妄想を描いてますんで、それを形にしていきたいと思います。ここにメインの台作るんですけど、ここもスライドレールのガスコンロや収納ですね。もうデッドスペースは全てなくしたいと思います。そして簡単なミニシンクや歯磨き用の排水もできるようにしておきます。スライドレールもまだたくさんありますんで、その都度考えながらつけていきます。で、このポータブルクーラー、ラクール届きましたんで、こちらも設置して検証したいですね。こちらが室内側、こっちが室外機ですね。分離されています。で、この線で繋がっています。で、室内側はこれかなり軽いです。で、こっちが室外機はちょっと重たいですね。これ2つ分かれてますんで、かなり静かだと思います。早く試したいです。バッテリーもこのために 600Ah と超大容量にしましたんで、真夏の長期旅もエアコンつけながらソーラーや走行充電で快適な旅ができそうです。で、気になるこの重量なんですけど、実はですね、この家電設置した後に一度ゴミ処理場行ってきました。その時にゴミ乗せて重量を測ってゴミ処理してもらってからまた重量を測りました。この車の車検証に乗ってる重量は全然超えてませんでした。ただまだまだ家具乗りますんで、一度完成してからもう一度車の重量を測定して車検もしっかり通る車にしたいと思います。いやー、しかし自分の理想の車中泊用の車を作るのってこんな楽しいんですね。車中泊旅も楽しいですが、作るのもハマりそうです。それでは早速次の DIY に取り掛かります。ご視聴ありがとうございました。どうも、クピオです。今日はですね、DIY 系キャンピングカーのキッチンと家具の最終仕上げしていきます。ようやくキッチンまで来ました。焼肉できるようにレンジフードをつけてビルトインコンロ作ります。もう間もなく理想の一人使い系キャンピングカーが完成します。最初に内装の内張り剥がして、この断熱材を入れて、リチウムバッテリー 600Ah 搭載して、そしてこの家具左側をスライドレール対応してこんな感じで収納を増やしました。ここにダクトをつけて空気を排出する予定なんですけど、こんな感じで出入り口なんですよね。なので頻繁にドア開け閉めしますんで、このダクトをすぐワンタッチで取り外しできるようにしないといけません。当初考えていた USB のファンで窓にはめてウィーンって開けて固定して車中泊の定番の換気扇作ろうかなと思ったんですけど、やはり手間がかかります。
いろいろ Amazon で買いましたんで、実験して試行錯誤しながら理想の軽キャンピングカーに仕上げます。まずはキッチンの土台となるここに台を作ります。これがもともとこのマイクロバカンチェスにあった土台とこのソファーマットですね。こんな感じでついていました。この台、こことここに空気の取り込み穴があります。というのも最初は冷蔵庫のコンプレッサーがここに内蔵されていました。もう取っ払ったので収納にしたいと思います。そしてここですね。これ台みたいな感じでちょっと出っ張ってるんですけど、これはベッドを延長するときにこんな感じでここに置けるようになってます。なのでここ延長マットの台は残しておきたいと思います。このぐらいまで高さ欲しいですね。なので上側を作ります。で一応頭の中ではここに IH 調理器ですね。ここに一つ入れて、でここガスコンロをこのスライド式で作れないかなと思います。そしてこの上ですね、レンジフードを作って、で USB ファンとか埋め込みして、ダクトをこの中通して窓に出します。でワンタッチで取り外しができるようにします。あとキッチンに求めるのは収納と排水ですね。料理の排水や歯磨きの排水などタンクを作ります。こんなにもわがままな装備詰め込めるでしょうか。一度やってみます。まずはもうこの台取っ払って大きい高い台に作り変えます。はい、台になる板2枚カットしました。一回合わせてみます。こんな感じの台にして、こちら側はスライドのガスコンロ収納、そして上には天板を置いて、で IH コンロ、こちら埋め込みます。ここで気になるのが台の高さです。結構高めにしたんで圧迫感はあります。低い方が開放的です。自分も低い方が好きなんですけど、でもここに収納があります。できるだけ収納は広く取りたいんで、ちょっと高さ増して、で中の収納を大きく取ります。一旦これでいってみて、もし高すぎたらカットすればいいかなと思います。一旦元からあったネジの穴ありますんで、これを仮止めします。元々の台についていたこの床と板をくっつける取り付け金具のようなもの、こちらをつけていきます。はい、土台部分もがっつり固定しました。この中が結構もう手入って作業できたんで、スライドレールも取り付けるスペースありましたんで、もう固定しておきました。そしてここの台なんですけど、このソファーマット延長する台なんですけど、前の台についていましたんで、そのまま移植しました。やっぱりこの家具の右側できてくると、それっぽくなってきますね。完成が近づいてきました。この台は床にがっつり固定しています。で、こっち側空いてるんですけど、向こう側は左の台の方に固定しています。こちら側が内分ちょっとたわみますんで、もう天板つけちゃいます。天板は今回こだわりました。杉の一枚板。こういったものをヤフオクでいくつか買いました。これ全部で5、6千円ぐらいです。結構安かったです。テーブルの端はこちらの耳を使用して、車内に天然杉の雰囲気もエッセンスとして足していきます。この木を天板にします。ここはカットします。そしてこの IH 調理器、コンパクトタイプなので、ここに埋め込みます。切り抜いて、で、下は熱い空気が出ますんで、熱がこもらないように空間を確保します。そしてもう一つ、ここカットして、ここに折りたたみのテーブル作ります。こんな感じで展開できるようにします。こういった折りたたみ金具ですね。こちらを利用します。ではまず天板をカットしていきます。結構雰囲気も合いますね。
ちょっと色が合わないんで、後でニスとか塗って、もうちょっと濃い色にして、木目も出して、雰囲気合うようにしたいと思います。この角が結構鋭角だったんで、ヤスリで削って丸くしときました。ここもですね。そしてこのゴムのところを干渉しましたんで、ここも削ってちょうどはまるようにしました。でこの台の中はかなり補強を入れています。天板は最後までビス締めずに仮止めにしています。後で外して塗装やニスなど塗ろうと思います。IH コンロなんですけど、ここに切り抜いて埋め込もうと思ってたんですけど、ここの場所がですね、換気扇、レンジフードをつけた時にちょうどダクトがこの上通って干渉しそうでした。一応こういうダクトをつけようと思ってるんですけど、ここにファンつけてこう出そうと思っています。ここに設置して、なんか肉とか焼いちゃうともろダクトに匂いついちゃいますんで、IH 調理器はこのテーブルに埋め込むのはもう諦めて、このスライド式のガスコンロですね、こう取り付けますんで、ここにガスコンロと IH 調理器両方取り付けたいと思います。自分的にはここに埋め込んで、もう平らにすればかなりおしゃれになるんでやりたかったんですけど、やっぱり思った通りにいかないですね。実際に作っていかないと細かいサイズ、干渉する場所などわからないもんですね。作りながらいろいろ変更していきたいと思います。で次ですね、ここに折りたたみのテーブル取り付けます。これでかなり調理がしやすくなりました。お皿を置いて、ここで調理して、盛り付けなどもここでできます。この荒々しい木の耳が気に入っています。この後ろの支えてる板っていうんですかね、こちらはカットしてはめました。前ここテーブルなかった時は、この後ろの板が下までありました。このテーブルがあることにより、この後ろの板がはめれなくなりましたんで、ここをカットして、このテーブルの上に乗せています。で、後でがっちりまた L 字アングルなどで固定しておきます。これでビス止めすれば上部もかなり強度あると思います。次はこのキッチンの要、スライドガスコンロ取り付けます。ここに 500mm のスライドレール、これロックされます。で、一旦引っ張ってロックするともうこれで動かなくなります。なのでかなり安全性も高いと思います。はい、頭の中ではこんな感じで、ここの両サイドにスライドレール取り付けて、で、真ん中は板にして、で、スライド引いて、その上にガスコンロと IH 処理器を設置します。ここの内側の幅が 315mm なんで、マイナス1センチの 305mm の板を作ります。ここの幅が315なんで、305の板を作ります。で、今回その板はスライドレールの上に取り付けます。というのもここをですね、レールが結構油汚れとかあんまりつくの良くないと思いますんで、カバーする意味で上につけます。なんでこの下は当て木を作ります。こんなイメージですね。上に木を乗せて、下が当て木。で、この横にスライドレール取り付けます。まずは当て木をカットして、もうスライドレール取り付けちゃいます。で、その上にもう乗せる感じで板を取り付けます。さあ、はまるでしょうか。
よかった。入りました。問題ないですね。ここにロック機構があります。今回こちらは動きません。で、このレバーを下に下げると解除されてスライドが動きます。この伸びきった状態でもロックされます。もう動きません。これもこちらのレバーを下に下げると解除されて収納できます。ここのスライドレールだけガスコンロや IH 調理器など安全面を考えてロック式にしました。ここの上に板を乗せて、でこの上に IH 調理器、ガスコンロをセッティングします。今ちょっと思いつきました。今回このスライドレールロック式結構大きいんで、この当て木も高くなりました。で、傘があるんですよね。で、板乗っけて、ここがデッドスペースになりますんで、この下に板をつけて、ここ空洞できますんで、こういったクッキングシートやラップなどの長尺物収納してみます。こんな感じで、ちょうどいいですね。収納できそうです。お箸などもここいけそうですね。あとはもう簡単ですね。この上のキーと下のキーをカットしてビス止めします。それではこの2つの板、一旦置いてみます。上の板はこんな感じで設置予定です。この木の横幅は中の横幅より1センチくらい短くしました。なのでスムーズに出し入れできます。ここが少し出っ張ってますんで、ここで調理しても油もんとかの油跳ねや料理の汚れがスライドレールに飛び散りにくいと思います。で、下の板はこんな感じで下からビス止めします。これでここに収納ができました。クッキングシートも余裕で入ります。ここの板の留め方なんですけど、下の板はビス打てばいいんですけど、これ上結構ビス目立っちゃいますよね。せっかく天然の木なんで雰囲気が損ないます。なのでここから斜めに打って木を留めます。ポケットホールジグ使います。はい、それでは下からビス止めしていきます。後で塗装しますんで仮で留めておきます。全部で4箇所ビス打ちました。で、少しだけこんな感じで出しています。で、これで合わせてで固定して締めていきます。はい、こんなもんですかね。では押さえて固定します。はい、では下のベニヤ板もビスでそのまま打っときます。はい、スライドレールガスコンロ完成しました。こんな感じでもうワンアクションでカセットコンロと IH ヒーターが使えます。で、しまうときも一瞬です。これなら出入りもそんなに苦じゃないと思います。ラップやお箸など料理中よく使うものはここに収納しようと思います。かなりアクセスいいので、料理中よく使うものとこの場所は相性が良さそうです。本来はこちらのキャンプ用のガスコンロ用意していたんですけど、IH がここ置けなくてここになったので、もうスペースがなくなっちゃいました。なんでカセットコンロにしました。最初の妄想ではここにビルトインで埋め込んで IH ヒーターはこの予定でした。結構かっこいいですよね。車内でもキャンプを楽しもうと思っていたんですけど、なかなかうまくいきません。やっぱり実際に作っていかないとわからないことばっかりですね。今回現場合わせが本当に多いです。もう一点予想外なのがこちらの回転テーブルなんですけど、このカセットガスコンロセッティングしたものだったらここに当たっちゃいます。本当だったらビルトインコンロにするんで、もっと低かったんで当たらなかったんですけど、こうやって一旦引っ込めてテーブルを出すか、ちょっとこれは考えないとダメですね。こっちのテーブルもありますんで、もう回転テーブルを取ってしまうか、もしくは回転テーブル半分ぐらいの大きさにして、ここにちょうど埋めるかですね。できれば回転テーブルは使う方向で考えたいと思います。ここのクリアランス少し余裕あるように作りました。なのでこんな感じで油跳ねガードをここに置いたまま収納もできます。焼肉できる軽キャンピングカーが目標なんで、こんな感じで
油跳ねガードも常時置けたらいいかなと思います。撤収もすぐ可能なギミックを思いついたら取り入れて DIY します。あとは走行中のこの移動ですね。これをなんとかしないといけません。ここのラップ系も絶対飛び出てきます。何か蓋をするか必要です。こちら側なんですけど、この2つを固定して使うとして、何か木の枠とかして動かないようにしてもいいかもしれません。この辺は実際に使いながら、本当にこの位置でいいのかとかも体感しながら作っていきます。次はですね、このコンロの下、キッチンの収納を作ります。ここもスライドレール取り付けて、こんな感じで引き出して使用します。ここはかなりスペースあります。もう軽自動車とは思えないぐらいのスペースがあります。フライパンや食器とかですね、あと食料とかも収納できるようにします。で、もう一点ですね、ミニシンクも作ります。一応今考えているのはペットボトル、車中泊時使用しますんで、その殻をシンクの排水にできないかなと思っています。やっぱり歯磨きとか車内で完結したいです。あとは処分ができない汁物とかですね、簡易的な排水タンク作ります。さあ、合うでしょうか。緊張の一瞬です。いけましたね。スムーズに動きます。よかった。こちらのスライドレールはプッシュ式のスライドレールを取り付けました。ちょうど余ってました。かなり大容量の収納です。で、当初考えていたこの排水用のシンクなんですけど、ここにペットボトルを置いて、こういった上後っていうんですかね、これをはめて排水しようと思ってました。一応こっち側の収納とは排水と区別するように、こういった木の板も用意していました。こんな感じで分けようと思ってました。で、切り抜いて上後ですね、刺してシンクのように使おうと思ってましたが、実際ペットボトルをはめてみると、ちょうどですね、ここ下当たっちゃいました。なんでこれはダメです。でも予備で買っていたこのお米をペットボトルに入れる用の上後がぴったりはまりました。これ本来はこんな感じでペットボトルにはめて、でお米を中に入れる用の上後です。でこのままだったら当たるんですけど、これ使い終わったらですね、一旦外して反対にします。で再度閉めます。でその上にこの蓋、専用の蓋ありますんで、これを閉めます。そうするとこの高さでもちょうど入りました。でしかもですね、排水って車走行中結構漏れたりして心配なんですけど、これなら絶対に漏れません。で使うときはこんな感じで一旦外して、蓋も外して、で反対付け替えて、でここに歯磨きの排水や調理中に出た排水、その他の水分など入れることができます。もうこんな感じで軽く木で仕切って、でこう蓋するだけでいいかもしれません。でこのペットボトル排水のメリットなんですけど、この帰ってからですね、排水をもうジャーって捨てて、でペットボトル処分すれば洗わなくていけます。しかもですね、この2リッターのペットボトルのお水、この軽バンではよく使います。給水タンクはなしで、もうこのペットボトルで行こうと思ってました。どこでも手に入りますしね。使い終わったらそのまま排水タンクにできます。やっぱり排水タンクや給水タンクを清潔に保とうとすると、かなり掃除が必要になってきます。これなら毎回旅始まるときに新品に交換できますんで、タンク内も清潔に保てます。
一旦これで使ってみて様子見ていきます。あとはこういった大きめのお皿やフライパンですね。こういうのも収納できます。かなりアクセスのいい収納なんで、こういった感じでペットボトルですね、入れてもいいかもしれません。よく使えますんで。これでキッチンはこのガスコンロと IH 調理器、こちらが一瞬で展開できるスライドコンロ、そしてその下はラプラダの長尺物で、その下に大容量の収納が確保できました。もう軽自動車とは思えないぐらいの収納が実現しました。思い通りにいかなかったんですけど、結果オーライという感じで思ってた以上の収納力が実現しました。これもともとは何もなかったスペースなんですよね。スライドレールのおかげでスペースを有効活用することができました。次はキッチン作りの最後の工程、レンジフードです。このキャンピングカーの家具作りの最後の設備ですね。このレンジフード製作は自分が軽キャンピングカーを作るときに一番大切にしていた部分です。今考えているレンジフードは通常の換気扇、よくあるここの窓に板をはめて、で USB ファンですね、取り付ける換気扇とは違います。料理に特化したこの上から据えるシステムにします。レンジフードの要、ファン、本当にいろいろ試しました。Amazon でもう合いそうなやつたくさん買いました。こういった家庭用の小型の換気扇。これは塗装用の換気扇です。これ結構良さそうでした。タッグ状で使えるタイプです。で、ダクトの途中に入れるファンです。あとは今回ですね、軽キャンピングカーを作るときにタイタンさんという海外のメーカーさんからファン使ってみませんかという連絡があったんで、一旦全部送ってもらいました。こういった吸気、排気両方できるタイプ。で、この2連ファンですね。こちらは自分の軽キャンピングカーインディ727でも使っているタイプです。こちらやこういった薄型のファンですね、いろいろ試してみましたが、結局今回この一番安い簡単な USB ファンでいいんじゃないかなと思いました。というのもこういったキャンピングカー用の吸排気できる高価なファンだと汚れも気になりますし、壊れたからすぐ買い替えるというわけにはいきません。でもこういったパソコン用の USB ファンなら比較的安価なので、もう壊れたらすぐに取り替えできます。パソコン用の USB ファンの中でも DC12V で使える結構強めのファンを選びました。こちら一旦試してみます。また問題ありましたら違うタイプも使ってみます。ファンをつなげるこのダクトなんですけど、いろんなサイズがありました。10センチのタイプ、15センチ、20センチ、30センチ、いろいろありましたが、この軽キャンピングカーで使うならもう10センチ以外選択肢ありませんでした。もうこれ以上大きくなると結構取り回しが大変になります。なので今回はこの10センチのタイプを使用します。ダクトや USB の接合にはこのフランジというのが Amazon で売ってましたんで、こちらを使用します。当初 USB ファンはこの中ですね、ここにくり抜いて付けようと思ってました。ですが、ここじゃなくてもここに設置します。ここで調理して、真上に湯気や煙が上がって、で、ここから吸うような感じになります。なので、この場所は収納として使えます。また、スライドレールなど設置して、後で使い勝手いいように作りたいと思います。いろいろ妄想した結果、ここに箱のようなものを木で作って、USB ファン設置します。で、こう煙上がって、で、ここにプラダンとかですね、レンジフード、何か囲えるようなものを作って空気を吸い込みます。で、吸い込んだ空気はこのダクト通って、ここから窓に排出します。で、問題はこのダクトの取り回しですね。ここに USB ファンつけて、こう L 字に曲げて、こうまた L 字に曲げて排出します。で、これ脱着しますんで、伸び縮みするように製作します。この辺がうまくいくか、取り回しが少し心配です。接合するフランジなど削らないといけないかもしれません。で、これ途中でですね、こういった弁があります。この空気吸うと、この弁が開きます。で、空気が止まると、こんな感じで自動で弁が止まります。これ間にかましといたら、使用していないときは虫とかも入ってこないんでいいかなと思いました。では、早速作っていきます。まずこの手すりですね。これ使わないんで取っときます。この手すり M ロックサイズなんで、何か固定するのに後で使えそうですね。次、レンジフードの要、この PC ファンですね。DC12V で動くと思います。一旦動作チェックしておきます。ここに配線伸ばしておきました。12V のプラスとマイナスです。でもそのままこのプラスはプラス。で、マイナスはマイナスにくっつけます。かなり勢いよく回っています。ファンの途中にですね、このスイッチ、電源オンオフとプラスとマイナスで強弱変えれるスイッチ買いました。12V 用のスイッチ3980円ですね。Amazon でこういった DC ファン買うとおすすめで、これも皆さん一緒に買ってますよって感じで表示してくれます。これかなり便利ですよね。で、取説見たら線が3本出ていて、これがプラス赤つなぎます。で、この
黒い方を USB ファンのプラスにつなぎます。そしてこの白ですね。これがマイナスのようなんで、ファンのマイナスとバッテリー側のマイナスと接続するようです。要はこうですね。サブバッテリーから来たプラスがここの赤の線とつながって、でこの白とファンの赤がつながります。でこのマイナスがですね、全部もうマイナスは一緒にくっつける感じです。はい、接合しました。じゃあこれスイッチオンにしてみます。あ、動きましたね。かなり強力な風が出ています。この高周波みたいな音は持ち上げたらなくなりますね。こことくっついてる音でした。スイッチはこっち側に取り付けて、でこのファンはこんな感じですかね。これで取り付けてみます。ではファンやこのダクトスイッチを取り付ける箱、ここに設置します。でベニヤとか切りの板で軽めに作って、でここにもビスで留めていきます。じゃあ一旦箱作ります。結構大きいですね。これ思ってたより一回り大きかったです。あとはこれ前面パネルをビス止めすれば完成なんですけど、一応リメイクシート明日来ます。この茶色の色と合わすようにしました。なんか結構スペースありますんで、しばらくこれで使ってみて、ちょっと邪魔だなと思ったらスペース削って小さくします。ここの PC ファンなんですけど、これを外に出せば半分ぐらいにできそうです。ただですね、ここ平らにしたかったのはフィルターなどつけやすいようにしたかったからです。実際に煮炊きするとかなりファン汚れますんで、掃除しやすいようにフィルターはつけようと思います。でこの下がですね、結構暗くなりました。こっち側は照明あるんですけど、こっち側は光が届かなくなってしまいました。でこの照明と同じ照明1個余ってますんで、こちらここにつけて明るくします。かなりいい感じですね。明るくなりました。なんか狭かった感じもなくなりました。すごい勢いで風が出ています。やっぱり DC12V ファンなんでかなり強力ですね。で次はここにですね、カバーを作っていきます。もうプラダンで作ります。はい、
アルミのシート敷いたらもう完全にキッチンになっちゃいました。あとは窓のパネル設置します。はい、実際に窓パネル設置してみました。雨濡れる可能性ありますんで、後で防水ニスを塗って窓パネルは完成となります。とりあえず今仮で設置しています。防水ニス塗ったらですね、ここに強力な両面テープ貼って、もうがっつり固定しちゃいます。もう取れないようにします。でこれですね、今回2個ベニヤ使ってます。なんで間にですね、この網戸設置して虫も入らないようにしたいと思います。で奥にちょっと見えにくくなってるんですけど、これがレンジフードの排気ダクトになります。これマグネットシートつけています。ここのレンジフードの排気ダクトをこれを取ります。でここにペタッとくっつけます。で取る時もマグネットなんでもうすぐパッて取れて、こんな感じで一瞬で設置と撤収ができます。でちょっと見えにくいんですけど、こっちですね、ここにもマグネット設置してます。でここのフランジにマグネットシール貼っています。なんでこうやってこれで固定されます。めちゃくちゃ簡単です。こちら側は吸気の穴なんですけど、こんな感じで横に長くしています。というのもですね、ここの雨どいですね、雨よけあります。その中に穴が全部隠れてますんで、雨の日でも問題なく使用できます。レンジフードの排気ダクトも半分ぐらい雨よけかかってますんで、雨の日も問題ないと思います。先ほど作ったこのレンジフードの上の部分なんですけど、これの固定方法がここに手すりあったところですね。これを外して M6 のボルトで1点まず止めています。そしてここにですね、内装を剥がして断熱した時に何か使うかなと思ってユーリティフックみたいなのを設置していました。でそこに今引っ掛けています。で反対側、こちら側はこのダクトファンのボックスの上少し隙間開けていました。なのでそこにちょうどはめて固定しています。3点でがっつり固定されてますんで、走行中も問題ないと思います。ただこの辺は実際に走ってみないとわかんないので、後でまた走行してみます。で気になるのが家具ですね。結構増えました。で霧とかできるだけ軽量に作ってるんですけど、重量が気になります。後でゴミ捨てに行くときにゴミ処理場でも重量測っておきます。ただですね、まだソーラーパネルをつけていません。なのでソーラーパネルつけてからの方がいいかもしれません。これでほぼ完成しました。これが自分が思い描いてた理想の軽キャンピングカーです。あとはここのリメイクシート貼ったり、1枚板の塗装ですね。防水ニス、そのぐらいなんで、この設備系はもうこれで終わりです。実際の車中泊の流れとしては、まず車内に入ってから換気扇セッティングします。ここのダクトを引っ張ってくっつけるだけ。今の季節ならこの天井に溜まった熱い空気ですね、これを換気扇ですね、ここ高い位置にありますんで、これで吸ってもいいかもしれません。で排気ダクトをセッティングしたらファンを回します。車内でお茶やご飯を食べるときはこの折りたたみテーブルを一旦出して、ここの収納ですね、お水や食料などを入れる予定です。そして調理する場合はこのスライドレールを引きます。で調理用の照明ここつけました。ここで調理します。レンジが必要な場合はこちらを使用し、でオーブントースターはここを押して出てきます。でお湯を沸かすときはここのスライドですね。まだまだ収納できます。冷たい飲み物や生物はこちらの冷蔵庫に入れる予定です。12リッターです。そして調理中出たゴミはここのゴミ箱ですね、ここに設置する予定です。そして着替えなどはここのリアベッドの下です。寝るときは延長マットを敷きます。そして歯磨きですね、または料理の排水など、こちらの排水ペットボトルですね、ここに入れます。かなり快適そうです。もうこれで早く車中旅行きたいです。あとはここの回転テーブルですね、一応木はもう用意してます。この下に金具ごとにつけたらもうすぐに使用できます。一応こんな感じでつける予定です。で使わないときはこんな感じで端に置く予定です。こういう時なんかスマホとかパソコンとか置いておくのもいいですね。助手席の上もフラットにしてテーブル置けばかなり収納スペースは確保できます。そして最後にやりたいのがですね、ポータブルクーラー、ラクールあるんですけど、そちらをこの助手席の上ではなくてリアのここですね、宙吊りみたいな感じで設置しようかなと思ってます。
ここに台をかけれますんで、何か工夫してここにラクールを置きたいと思います。そうすればですね、この配線をバックドアの隙間から通して、リアのサイクルキャリアなどに室外機を置いとけば、もうセッティングせずにクーラー使えるんじゃないかなと思います。これがラクールで、こっち側が室内機で、こっち側が室外機です。で、こんな感じの線で繋がっています。で、ドアを閉めてもこの間通れば問題なく使用できるようです。こんな感じでドアの間を通すように細い線になっています。バックドアは問題なく通せるようです。このサイドや助手席などは一度通してみましたが、うまく挟まりませんでした。で、リアのサイクルキャリアも用意しておきました。ここに室外機乗せれないかなと思います。この辺は一枚板のニスなど塗ってから早めに DIY チャレンジしたいです。そしてソーラーパネルなんですけど、先ほど届きました。なんと 445W の超大容量のソーラーパネルで結構コンパクトになっています。で、最近のソーラーパネルはフレキシブルタイプのように軽量な合成タイプのソーラーパネルも出ていました。ちょっと自分知らなかったんですけど、かなり進化してますね。これがソーラーパネルです。合成タイプは発電量多かったり、車内への日光を遮断してくれたり、メリットが多いんですけど、重いのがデメリットだったんですよね。でもこのソーラーパネル、なんと重量9キロくらいです。フレキシブルタイプぐらい軽量なんで、本当に合成タイプとフレキシブルタイプのいいとこ取りという感じです。この車でオフグリッド車尺旅、夏の島巡りなど楽しそうです。もうほんと早く行きたいです。では次で DIY 動画最後になるかもしれません。ソーラーパネルとクーラー設置の動画ですね。こちらも配信しますので、ぜひチェックよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。どうも、クピオです。今日はですね、この軽バンにクーラーと大容量ソーラーパネルを設置して太陽光で無限にクーラー使用可能な軽キャンピングカーにします。もうロマンですね。設置するクーラーはラクールです。2025年の最新モデルになります。ラクール超人気で2ヶ月待ちました。そしてソーラーパネルはなんと 445W。こちらも最新のソーラーパネルでとても軽量に作られています。車の屋根にルーフラック設置してその上に設置する予定です。今まで DIY してきたこの軽キャンピングカー、今回で最後の工程です。ちょうど暑くなってきましたので、設置したらすぐに旅に行きます。もう楽しみです。今まで行った DIY が内装を剥がして断熱、リチウムバッテリー搭載家具の設置になります。今家具ところどころ外してこんな感じで天板とかはニスを塗っています。一枚板がかなりいい感じになってきました。取り付けるのが楽しみです。今回の動画の内容なんですけど、まずはラクールのスペック紹介、そして温度検証、どのぐらい冷えるのか3つの車で比較します。その後木材加工してラクール設置、クーラー設置した後はこのソーラーパネルも設置します。最後に実際にオフグリッドで稼働できるのか検証します。この動画の概要欄に動画のメニュー記載してますんで、気になる箇所だけ見たい方はそちらから見てください。で、問題はですね、クーラーの設置方法です。設置するコンセプトとしては、セッティングが面倒ではないこと、できればセッティング時間なしで使用したいです。今考えているのが、この助手席の上ではなくて、この車内の後ろの方、宙吊りにして設置できないかなと思っています。ここに板を設置して、ここにですね、どうにかして家具、木材を加工して取り付けを試みてみます。室外機はサイクルキャリアの上にこのホームセンターで購入したボックス、これ乗っけてその中に設置を試みたいと思います。そして一番の問題はこのラクールの冷房能力です。室外機と室内機が分かれている理想のセパレートタイプですが、冷房能力が低いので冷えるかですね。もし冷えなかったら設置しないかもしれません。どうなるでしょうか。簡単にスペック紹介した後、早速外で温度検証していきます。こちらがラクールのスペックです。冷房能力は 100V60Hz で 2286BTU と低いです。ワット換算約 670W の冷房能力です。最近の他社製ポータブルクーラーが冷房能力 1800W なので半分以下です。冷房能力低いのはかなりのデメリットです。でもなぜこのラクール導入したかというと、室内機と室外機分離型だからです。一体型のポータブルクーラーだと熱源が車内にあるので冷えにくいんです。こっち側が室外機なんですけど、外に設置しますので騒音もかなりマシになると思います。で、こちら側は室内機で、室内機側は結構軽いです。で、室外機側は結構重たいです。で、2つはこの平べったいホースでつながれています。このホースをドアに挟んで車内と車外に設置します。ホ
ホースは外せないようになっています。室外機は防水されています。IPX4 ということで、防水性能は高く、雨の日でも問題なく外に出して使用できます。このラクール2025年モデルということで、旧型との違いなんですけど、冷房能力が少し上がって少し省エネになっています。そして接続のホースが 1.5 メーターから2メーターへ長くなったようです。機能的には冷房モードのみで、温度設定は28度、25度、22度、20度の4種類の温度から設定します。でこういったポータブルクーラーで問題になるドレン水なんですけど、室内機で溜まったドレン水はポンプが内蔵されており、ホースを通って室外機に送り、外に排出します。これは楽ちんです。では早速外で冷房能力検証しますが、ここで騒音だけ測定しておきます。それではまず車内の騒音計測します。だいたい室内機から1メーターぐらい離れた場所で騒音を測定します。はい、騒音検証結果まとめますと、車内風量小で51デシベル、風量強にすると58デシベルでした。車外、室外機側は57デシベルでした。両方とも約1メーター離れて計測です。車内は風量弱にするとかなり静かですね。やはりこれは分離型のメリットだと思います。次は外で冷房能力検証します。今回この軽バン、トヨタピクシスバンと他の車、ホンダ N バンと軽キャンピングカーインディ727、この3台で検証します。この軽バンは天井など断熱材入れてますんで、ノーマルの N バンとどのぐらい違うのか楽しみです。ではまず軽バンから検証していきます。今ちょうどお昼の12時で太陽は真上にあります。床とサイドも薄いんですけど、軽く断熱材詰めています。こんな感じでカーテンを閉めた状態で検証します。ラクールは一番後ろに置きました。室外機は車のタイヤの横に置いています。ここから配線出します。外気温の温度計は影に置いています。で、31.4 度、湿度 29% です。で、車内の温度計なんですけど、ラクールのすぐ目の前、だいたい1メーターぐらいですかね。ここに1点と、で、運転席の後ろ、ここにも1点置いてます。で、車内の温度は 29.8 度ぐらいですね。キャンピングカーのリチウムバッテリー使っていきます。はい、インバーターを押します。で、現在、キャンピングカーの残量は 95% あります。377アンペアアワーです。で、スイッチをして、冷房能力は最大でして、風量も最大にしておきます。それではこれでまた1時間後、温度測定してみます。はい、1時間経ちました。もうその後もずっと晴れて、車にガンガン太陽が当たっていました。外気温は現在 29.8 度ですね。室外機も問題なく動いています。ドレン水は出てないですね。では一旦中入ってみます。はい、で電気だけつけておきます。車内は過ごしやすい気温です。キンキンとかいう感じまで冷えてはないんですけど、普通に車内で生活できるぐらいの気温です。ここの真ん中ら辺の温度計が 23.9 度、湿度が 48%、で運転席のところが27度、湿度が 44% です。バッテリーは 89% です。現在の消費電力はインバーターの表示で 260W です。 50Hz です。周波数が 50Hz でした。 60Hz にしていたらもうちょっと冷えていたかもしれません。ちょっとこれやっちゃいましたね。後ろにカーテン吸い込んでます。これはかなり効率が悪かったと思います。なのでこれでもう1時間検証してみます。そしてここにインバーターの周波数切り替えスイッチあります。 60Hz に変えておきます。はい、さらに1時間経ちました。インバーターを 50Hz から 60Hz に上げたんですけど、消費電力は 260W とほとんど変わってないですね。バッテリー残量は 82% に減りました。で車内の温度一番近いところが 23.5 度、そして運転席の後ろが 26.7 度で、なぜかね湿度は上がってます。 58% です。なんででしょうか。外気温は 28.4 度です。で1回切って次 N 版計測します。外のドレン水は出てないですね。でここからドレン水出してみます。ドレン水はこの真横と下から穴があります。でこれ横抜いてみます。下も抜いてみます。全く出ないですね。
次、この N 版なんですけど、断熱材など何も入っていないノーマルの状態です。この車はカーテンついていないので、カーテンなしでいきます。ただ、リアはですね、純正のスモークフィルムが貼られています。軽バンと同じような感じで、一番後ろにラクールセッティングして、でここホース通して、静外機はリアタイヤの横に置いておきます。電源はポータブルバッテリー使用します。現在 82% ですね。温度計も車の真ん中ら辺一つと、運転席の後ろ一つ置いておきます。はい、1時間になりました。現在午後の4時になったんで、日が傾いてきたんですけど、まだ N 版に全体に日が当たっています。さあ、どうでしょうか。はい、少し冷たいですね、この辺は。ただ、上の方は暑い感じはします。ラクールの前の温度計は26度。で運転席後ろの温度計はなんと 34.6 度、かなり高いですね。外気温は 26.6 度まで下がってきました。はい、じゃあこれで一旦止めます。室外機のドレン水なんですけど、下濡れてないですね。一回本体も抜いておきます。ここも水はないですね。全然ドレン水が出ていません。ポータブルバッテリーは1時間使用して 69% まで下がりました。このポータブルバッテリーの容量は 2611Wh です。1時間で 13% 減りました。はい、それでは最後、インディ727検証します。今回は室外機、助手席のすぐ横に置きました。そして窓閉めて、上の隙間2センチぐらいですかね。そこからダクトを入れています。そして中はカーテンで運転席と仕切り作っています。真ん中に温度計。で、今回運転席ではなくて、この後ろの方ですね。後ろのテーブルに温度計もう一つ置いています。じゃあこの状態でスイッチつけます。インディ727のサブバッテリー、リチウムバッテリー積んでいて、現在 94% で 186Ah 残量あります。これでまた1時間検証します。はい、1時間経ちました。ちょっと火の方が暮れてきたんで、あまり下にはもう火が当たっていません。室外機の外、ドレン水は出てないですね。あ、やっぱり涼しいですね、中は。真ん中にある温度計が 24.2 度、そして一番後ろにある温度計が 22.6 度と、こっちの方が涼しいですね。こう風が出て後ろの方まで待っているんだと思います。でバッテリーの方は 83% に減りました。そんなに減ってないんですけど、これは軽キャンピングカーに 400W のソーラーパネルが乗っています。なので充電しながら電気が増えている状態でラクール使用していたんで、あまり減っていません。はい、それでは電源切っておきます。室内機のドレン水もこの線抜いても出てこないですね。溜まってないようです。はい、温度検証終わりました。まとめると、ピクシス版外気温 31.4 度、車内 26.7 度、マイナス 4.7 度。N 版外気温 27.8 度、車内 34.6 度、プラス 6.8 度。インディ727外気温 25.9 度、車内 22.6 度、マイナス 3.3 度という結果に終わりました。すべて1時間計測。温度計はラクール室内機から遠い方の運転席に設置した温度計の結果です。お昼12時半から検証して最後5時ぐらいだったので、全く同じ条件ではありませんが、参考程度に見てください。冷房能力約 670W の割には頑張ってくれたんじゃないでしょうか。ピクシス版は断熱してカーテン閉めればしっかり温度冷えるのを確認できました。断熱のない N 版は逆に温度上がってしまいました。断熱のない車は夜のみの使用が良さそうです。消費燃力も 260W と低く長時間使用できそうです。この 445W のソーラーパネルとの組み合わせが楽しみです。延々とクーラー使用できそうです。そして気になる湿度上がってしまった件なんですけど、最初 33% が1時間後、車内冷えたんですけど、湿度 44% に上がりました。これを販売元の小泉さんにメールで問い合わせしてみました。返信の内容を要約すると、湿度戻りが起きたのではないかとおっしゃっていました。湿度戻りとは、湿度が低い時に結露が冷風と一緒に車内へ戻される現象のようです。なんか湿度が低い時にたまに起こる現象のようです。あまり気にしなくてもいいんですかね。それでは実際にラクール設置していきます。まずは室内機です。ここに室内機つけたいんですけど、もともとですね、この車マイクロバカンチェスという軽キャンピングカーなんですけど、こういった板がありました。でこれをですね、こちらの家具の端と反対側、こちらの木に引っ掛けて棚がありました。こんな感じの棚があります。なんで結構強度はあると思います。この端も直接車体にビス止めされています。さすがにこの上そのまま狭くて置けませんので加工します。イメージ的にはこう切って、ここで
下にへこますっていうんですかね。こんな感じにしてここに置けたらいいなと思います。ちょっと一回やってみます。こんな感じでここにこの板がはまります。ここ切り抜いてますんで、ここにラクールがはまる予定です。こんな感じですね。なのであとは下の板ですね。こんな感じでここに L 字金具つけて強度も増しながら家具作っていきます。はい、仮で完成しました。それでは早速取り付けていきます。うまくいくでしょうか。これは緊張しますね。この辺木むき出しのところは後でリメイクシートなど貼ろうと思っています。でこんな感じでかなり補強を入れました。内側と外側も補強を入れてます。なのでビクともしません。ではラクールの室内機乗せてみます。結構ギリギリまで上に上げたんで心配ですが、いけますね。よかった。ちょうどはまりました。もう上はこんな感じで、この手すりはちょっと当たっています。いいですね。上に溜まった熱い空気を吸って冷やすので効率がいいと思います。家のクーラーと同じ位置ですね。しかもこの位置は直接風当たるんでかなり涼しいと思います。寝る時も足は当たりません。下は結構スペースがあります。この位置理想だったんで嬉しいです。どんどん我が道を行く軽キャンピングカーになってきました。この橋なんですけど少しスペースができました。なんで一時置きの収納やミニテーブルなどで使えそうです。で夏場はこのラクールがあるんですけど、冬場などは暖房器具など置いても良さそうです。あとは家電、テレビなんかも面白いですね。では最後この前面にバーを設置します。これちょっとまだ仮なんですけど、こんな感じで固定する予定です。ビス止めするかベルトなどで固定するかもしれません。ただ出し入れしやすいようにこの前面のバーは取りたいので、すぐに取れる工夫をまた考えたいと思います。ちょっと心配なのがこの出っ張りがありますんで、家電とかですね、干渉しないか確かめておきます。まずは電子レンジから当たりますが、こんだけあれば十分出し入れできます。ここは問題ないです。次冷蔵庫ですね。開くかどうか。さあどうでしょうか。当たりますが、ここもこんだけ間口あれば問題ないかなと思います。次この家電コーナーですね。ここはギリギリいけました。少し干渉しますが全部問題なく使えそうで安心しました。心配していた強度もかなりしっかりしてますんで意外といけそうです。後で走行チェックしてみます。さあ次は室外機の設置をします。室外機はこのサイクルキャリアの上にホームセンターで購入したこのボックスですね。この中に入れて使用します。空気取り込んだり排出しますんで後で穴開けます。このボックスホームセンターで2000円ちょっとだったんですけど、なんか結構持つようですね。5年間外に置いといてもいけるようです。サイクルキャリアはステージ23の通販で購入しました。ちょっと値段とか忘れてしまったんで概要欄に購入先のリンクなどを掲載しておきます。組み立ての取説と、あとは取り付けに関しての注意点などの紙も入っています。でこんな感じで、これサイクルキャリアなんで自転車を2台乗せれる用のラックになるんですけど、この自転車乗せる部分を今回別に変えます。これが自転車乗せる部分ですね。自分は自転車は乗せる予定がありません。こちらなんですけど、これは荷物を置く用のオプションになります。こちらはステージ23ではなくてホワイトハウスの通販で買いました。多分合うと思います。このサイクルキャリアは30キロまで荷物乗せれるようです。ラクールの室外機は10キロ台なんで問題ないと思います。ではまず取説読みながらサイクルキャリア組み立てていきます。
サイクルキャリア設置完了しました。だいたい時間にして30分から40分ぐらいでした。最初なんで仕組みがわからなかったんですけど、次もう一回作ったらもっと早くできると思います。これがオプションのボックスを乗せる支えになります。通常はこんな感じのサイクルキャリアがついてきます。これを乗せて、ここに自転車のタイヤ乗せます。このサイクルキャリアの固定方法なんですけど、上2点と下2点、そしてサイド2点と合計6点で支えています。で、下の2点はこれラチェット式のベルトなんで、これで最後締め付ける感じになります。なのでかなりしっかりしていて、全然揺らしてもビクともしません。しかも全てアルミなんでかなり軽量です。かなりかっこよくなりました。見た目普通の軽バンだったんですけど、キャンピングカーっぽくなってきました。で、こちらのオプションなんですけど、こんな感じで折りたたむことができます。で、上こんな感じでベルトついてますんで、まだ長さちょっと合ってないんですけど、後で調整してこれで固定することもできます。視認性はかなり悪くなってますんで、中はデジタルルームミラー必須ですね。こちらにホームセンターで購入したこのボックス乗せます。ちょっと一回乗せてみます。ぴったりですね。他につけている方はこの中にゴミとか入れてる人が多いですね。今回は自分は室外機をこの中に入れます。で、ボックスの固定方法なんですけど、こういった角ボルト、こちらを使用します。もうこの中ドリルで穴開けちゃって、下こんな感じで出てきますんで、これをもうボルトで固定します。ちょっと重たさは感じるんですけど、サイクルキャリアつけたままでもこのリアのバケツドアは開きます。ここも干渉しないですね。大丈夫です。ではラクールの室外機、一旦ボックスの中入れてみます。はい、こんな感じで結構ケーブルがパツパツでした。これも一旦下ろして、この下で入れて穴とか開けて組み立ててからのした方が良さそうです。この前が吸気で、こっち側が排気になります。なんでもうここカットして空気出るようにします。こっち側も前穴開けます。はい、空気の通り道カットできました。すごい、これプラスチックだったんで柔らかくて綺麗に切れました。こういったガラリが余ってましたんで、一応室外機防水なんですけど、雨濡れても問題ないんですけど、一応こちらつけておきます。はい、一旦こっち側だけつけました。こっち側は吸気です。で、こっち側排出数なんですけど、もうガラリーがないので、一旦こちらで様子見ます。で、そこにこういった板用意しました。で、穴開けてます。こちらベルト通して固定します。はい、今仮で乗せてみました。この室外機と室内機がつながっているホースなんですけど、これが結構ですね、もうちょうどというかパツパツ気味だったんで危なかったです。これ旧モデルだったら50センチ短いんで、この場所には設置できませんでした。最新型は50センチ伸びて2メーターになりましたんで、ちょうどの長さでした。このホースが取れないんで、つけたまま設置になります。なのでこんな感じでここ切り込み入れて穴通しました。で、プラスチックなんでちょっと擦れたら怖いんで、ホース破けそうですよね。なのでコルゲートチューブ二重にして巻いておきました。ここの部分なんですけど、外に出てるんですけど、なんかもうこのままでもいけそうです。あまりホースは長くないので、特にどこかに固定しなくてもいけそうです。で、この室外機の固定方法なんですけど、下に 12mm の合板、この塗装されたやつですね。防水の合板を下に置いています。ベルトの通る穴だけ開けて、ベルトで縛っています。ここ横と縦2箇所です。十字に縛っています。黒の長めのベルトがなくてピンクしかなかったんで、ちょっと派手になっちゃいましたが、一旦これで仮で留めています。で、この下なんですけど、こんな感じで穴開けます。というのもですね、ここにドレンの水の出口があります。これ2個あるのは1回目失敗しちゃったんで、もう1箇所開けました。で、ここにですね、こういったホースを刺しておけば、本体からドレン水が出て外にそのまま流れます。で、ちょっと隙間ありますんで、この辺は後でコーキングしておきます。空気の流れなんですけど、ここから排熱空気が出て、こっち側は吸い込み口になります。
で、気をつけないといけないのが、この排熱の空気、そのまま吸ってしまうと、クーラーの効きがあまり良くありません。なので、ここをですね、何か隙間テープなどで仕切って、直接空気が外に行くようにしておきたいと思います。こっち側の吸気なんですけど、もうちょっと広くても良かったかなと思いました。隙間は結構あって、横も空間ありますんで、ここ開けても良さそうですね。一旦蓋してみます。蓋するとこんな感じです。もうこの蓋したままでも使用できるようにしたいと思ってます。空気の流れが少し心配なので、隙間テープなど貼ってから一度試運転してみます。で、この状態でですね、リアのドア開くかやってみたんですけど、一応開きましたが、結構やっぱ重たかったです。なので、もう夏場はクーラー設置するなら、リアのドアは使わない方がいいかもしれません。それではもうこれ、がっつり固定します。このボックスの固定方法なんですけど、こういった U ボルトや角ボルトですね。これとプレート、こういうのを使って、もうがっつり穴開けて留めていきます。はい。下側4箇所と前1箇所、合計5箇所でがっつり固定しました。この U ボルトで下側もつけようと思ったんですけど、長さが足りなくて角ボルトで固定しました。この位置で問題なさそうだったら、もう一つボルト追加して二重にしておきます。そして、このロックタイトですね。こちらの中強度も塗布して絶対に外れないようにしておきます。あとは、隙間テープですね。こちら貼ります。はい、ちょっと適当ですが、こんな感じで空気が他に行かないようにしました。これで全て排出されると思います。それではこれで蓋して動作チェックしてみます。冷房モードで設定温度は一番低くしておきます。ここやっぱり風が直接当たるんで、風量は今弱なんですけど、かなり涼しいです。はい、今インバーターなんですけど、60Hz で280W 消費しています。サブバッテリーの方は照明など全て合わせて 335W 消費されています。やっぱりインバーターのロスがありますんで、ラクール自体は 280W なんですけど、消費電力が 300W 超えてます。照明自体は 230W なんで、だいたいプラス 20W ぐらいはインバーターでロスしていることになります。はい、しっかり動いてくれてます。あ、やっぱり開けると音大きくなりますね。排熱もあったかい空気が出ています。ここ閉めると、しっかり出ていますね。やっぱりちょっと閉めると空気の吸気が追いついてないかもしれません。音が少し高くなりました。またこちらは空気の取り込み口、どこか穴開けて改善します。はい、とりあえず無事作動してよかったです。クーラーついたら、あとはソーラーパネルだけです。いよいよこの新型の 445W のソーラーパネル取り付ける時が来ました。このソーラーパネルほんと軽くて約 9kg です。もう簡単に持ち上げられます。素材見たらね、フレキシブルソーラーパネルのような感じです。でも裏はへこんだりとかしません。で、アルミの枠がありますんで、合成タイプのように硬く、フレキシブルソーラーパネルのように軽量と、もうキャンピングカーにはもってこいの素材ですね。これからこれが主流になるんじゃないでしょうか。表面はツルツルではなくてちょっとデコボコしています。この辺が雨とかどうなるかですね。実際に使っていって耐久性とか確かめます。裏にスペック書いてますね。445W と表記されています。そして電圧は約 34V です。はい、ここでトラブルがありました。なんとですね、このルーフラック、この競馬につかないことが判明しました。このルーフラックなんですけど、ホンダの N 版のルーフラックです。で、今つかなくなったんで、今回このトヨタピクシス版につけようと思ってましたが、サイズが合いませんでした。先ほどちょっと一人では難しかったので、家族に手伝ってもらって合わせたんですけど、この横幅が N 版の方が広いんですね。このピクシス版、向こうに合わすと、こちら側はこのぐらいまで出ていました。合いませんでした。自分、軽自動車はだいたいサイズが一緒なんで、このルーフラックも一緒かと思ってました。残念ですが、しょうがないですね。もう新たに新しいルーフラック、先ほど Amazon で発注しました。届き次第、ソーラーパネル、屋根に設置します。後でですね、このソーラーパネル 445W 実力知りたいんで、地面に置いてワット数検証してみます。ただ今日は曇りなんであまり期待できませんが、動作確認も兼ねて検証してみます。動画の最後に検証結果入れておきます。それではですね、
この最新版のラクール、今日一日使ってみて設置してみて気になるポイントや良かったポイントありましたんで、最後にまとめてお伝えします。まず一つ目気になったポイントなんですけど、この設置場所が結構限られてるなと思いました。このホースをドアの隙間に挟んで室外機を外に出すんですけど、ここのドアはダメでした。ドアが閉まりませんでした。こういった感じで結構入り組んでるところも難しかったです。こういうなんか薄いところ、すぐ外と繋がってるところはホースを通すことができます。なんか最初のイメージはどこのドアでもいけるかなと思ったんですけど、車によっても変わるし、ドアによっても変わりますんで、一度レンタルして試したいですよね。こういうのは。買ってからじゃないとこの辺はわからないので、気になるデメリットでした。次のデメリットなんですけど、このホースがですね、結構硬くてですね、あんまり柔軟に曲がったりしません。なんでこの室外機が逆に軽いんで、置いてあるとよく室内機が倒れてました。特に室外機をちょっと動かすと、ホースも動きますんで、その時に室内機も引っ張られて倒れてました。もう大体そうですね、5回ぐらい倒れてました。ちょくちょく傷もついちゃいました。この辺は使っていくとホースが柔らかくなって、室内機が倒れにくくなるかもしれません。次、こちら最初から分かってたんですけど、やっぱり気になりました。このホースがですね、外せないんで、設置が結構大変でした。ホースが外れると、こういった窓とかですね、室内機と室外機別々に置いて、ホースだけ通すとかもできますんで、かなり設置する場所の幅は広がると思います。ただもうこれはそういう仕様なんで、しょうがないと思いますが、これでもし外せたら最高なんですけどね。次はこの室外機ですね。結構うるさいんで気を使います。車内にいてドアを閉めとけば室外機の音は聞こえないんですけど、もし静かな場所で隣に車がいる時とかは室外機の音が隣の車に聞こえないか心配になるレベルの音量です。周り誰かエンジンついていたり、隣じゃなくて1個開けて隣ならエンジンついていない環境でも問題ないかなと思います。最後に気になったのはやっぱり冷房能力ですね。これも最初から低いの分かっていたんですが、普通の車、断熱のない車では日中の使用は厳しいです。夜限定という感じですね。もしくは断熱のある車、キャンピングカーなら昼でも使えるかなという感じです。ただ車のサイズが大きくなると消えなくなると思います。なので軽キャンピングカーで断熱ありが一番相性いいと思います。次良かったところなんですけど、冷房能力がそんなに高くないということで消費電力も低いです。容量によると思いますが、リチウムバッテリー 200Ah あれば十分下は持つと思います。次良かったところは室内機の静かさですね。車内にいて不良弱だとかなり静かです。今まで一体型のポータブルクーラーよく使っていたんですけど、もう騒音レベルは雲泥の差があります。これはこのセパレートタイプの最大のメリットかもしれません。次良かったのは、こちらも最初から分かっていたことなんですけど、自分の住んでいる雪国でもこのクーラーが設置できます。車体下に室外機があるタイプの 12V クーラーですと、融雪剤の塩化カルシウムが室外機にべったりついちゃいます。なので、ルーフに乗せるか、こういったリアに乗せるなどすれば、雪国でも使えるクーラーです。で、しかもこちら、いらなくなったら外せますんで、冬場にクーラーを搭載して走らなくてもいいです。こちらも 12V クーラーに比べたらメリットですね。以上が今回設置して使ってみて感じたことです。クーラー使用時にセッティングなしですぐ使えるシステムなんで、もう暑い日の旅が楽しみです。あとは実践でどのぐらい使えるかですね。これからガンガン使っていきます。ちなみに本来の室外機の位置なんですけど、もう地面を置いちゃうか、あえて脚立とかですね、椅子の上に置いちゃうか、こういったオプションでレインモールにかけて設置するのも売っています。こんな感じでかけて室外機をここに設置します。ここにネジがあってちょうどはまる感じになります。そしてこの1枚板テーブルのニス塗っていたんですけど乾きました。こんな感じです。すごいいい感じになりました。ここのガスコンロ用のテーブルも綺麗に乾いてピカピカになりました。あと端材で助手席上のテーブル作りました。助手席を折りたたんだその上に乗せます。こんな感じで折り曲げた助手席の上に L 字のテーブルを置いています。ここに足をつけています。一人使いに特化したんでこういうことができます。もうこれかなり広いですよね。運転中も何か物を置いたりできるし、車着中もサブテーブルとしていろいろ使えそうです。次のこの軽バンの動画はもう車着動画になっているかもしれません。あと気になるとこだけ手直しして車着の荷物積み込んで旅に行ってきます。どうも、クピオです。先日初めてこの軽キャンピングカーで車中泊に行ってきました。中古で買った軽キャンピングカーを自分でリノベーションしたんですけど、やっぱり
見つかるもんですね。改善点いくつかありました。そして本当にありがたいことに、その車中泊動画を見た視聴者様から改善点の案をコメントでたくさんいただきました。皆さんの英知を拝借し、今日はその改善点を DIY し、より使いやすい軽キャンピングカーに仕上げます。前回の車中泊で見つかった改善ポイントなんですけど、まず一つ目はこのクーラーの室外機が設置できなかったことです。このポータブルクーラーラクールはこちら室内機と室外機に分かれていて、このホースでつながっています。で、室外機だけ外に出して使うタイプのポータブルクーラーになっています。普通はこの室外機をその都度ドア開けて出して、でドアを挟んで使用するんですけど、自分はめんどくさがりなんで、もうこのサイクルキャリアにこういったホームセンターで購入したボックスを乗せてこの中に入れて使用するつもりでした。でもこのホース挟んだ状態っていうのが半ドア気味だったんですよね。止まってる時はいいんですけど、やっぱり走行中半ドアで走るっていうのは嫌な予感しかしないので、外への設置を諦めて移動中は中、停車中は外に出して使用していました。で、視聴者様のアドバイスでこの縁ですね、ゴムの中に鉄があるんですけど、そこを削れば閉まるんではないかと提案していただきました。この配線細い言うてもやっぱり1センチぐらいあるんですよね。で、その分をね、これゴム外すと中鉄が見えてるんで、ここ削ったら確かにいけそうですよね。削って、でまたこのゴムのモールを入れるとその分へこんでくれます。で、調べたらこのミニルーターっていうので削れるみたいなんで、 Amazon で6580円で売ってましたんで買いました。初めてこのミニルーター使うんですけど、ボディ削るのチャレンジしてみます。新車の車だったらなかなかそういったことできないんですけど、この車は中古で格安で買いました。なので気兼ねなくチャレンジできます。そして2つ目の改善ポイントなんですけど、これもクーラーなんですけど、この室内機のドレン水です。これ裏なんですけど、ここにドレン水のホース刺す場所があります。これもともとはこういった線がついていて、線がされていました。こんな感じで刺さっていました。で、クーラー使用後はドレン水がこの室内機の下にちょっと溜まりますんで、抜いてから移動します。なのでクーラー使用後はこの線を抜いてホースを刺して、このペットボトルにドレン水入れてたんですけど、視聴者様のコメントでもうホース刺したままにして線をつけてはどうかとアドバイスいただきました。確かにもう線つけといたら、もうその線をひねるだけでドレン水を出せればかなり手間は減ります。こちらも Amazon で購入しました。こんな感じで止水ができる弁っていうんですかね、こういったものを購入しておきました。で、こちらをつけてこのひねってドレン水を出したり止めたりできるようにしたいと思います。今回 Amazon で購入した工具や道具などはまた概要欄にリンク貼っておきます。3つ目は窓パネルの雨対策になります。こちらレンジフードの吸気と排気になっています。中にある車中飯するときに使うレンジフード用の吸排気になります。このファンから空気吸って、でここから出して、でここから空気を取り込みます。仮で作ったんですけど、性能的には問題なかったんですが、ここにね、ちょっとやっぱ隙間が空いています。で、これ今、ホームセンターなどで売っているドアの隙間を埋めるスポンジなどで仮で隙間を埋めていました。外から見るとこんな感じですね。ちょっとやっぱ隙間があります。ここに雨が入るとやっぱり中に侵入したり、このスポンジ自体が水を吸ってしまいます。こちらも視聴者様からいいアドバイスいただいたんで、それを元に DIY していきます。この窓パネルを毎回取り外して、でドアに挟むような感じだったらこの隙間なくなるんで、その対策はいらないんですけど、毎回このパネルをはめたり取り外したりするのは手間なので、もうつけっぱなしにしときたいんで、雨対策をしっかり行います。次、レンジフードの騒音です。これ実際にここで焼肉してみてかなり使えることが分かりました。まだこの木むき出しなんで、こういったリメイクシートを貼って仕上げをします。でその時ですね、騒音結構していたんで、こんな感じですね。結構音します。でこれをですね、視聴者様がこの中の共鳴をなくせば減るんじゃないかとおっしゃっていました。一応ファンと木の間にはゴムのシートとか貼ってるんですけど、この中は空洞なんで断熱材など入れて隙間や空間を埋めてみたいと思います。次、シェードです。全体カーテンあるんでいらないかなと思ってたんですけど、やっぱり熱かなり入ってきます。このラクール使って車内冷やしていたんですけど、どんどんこの辺から熱が入ってきていました。やっぱりカーテンだけでは隙間もできますし空間もできますんで、密着したシェードを作ります。この内装を全体断熱するときに使って余っている遮熱シートありますんで、それを窓にかたどってシェードを作れば、結構暑い日の日中でもこのラクールで車内冷えるんじゃないかなと思います。次、小上がりなんですけど、こちら靴脱いで、ここは靴下や裸足で上がるところなんですけど、これを作ったのでベッドマットがはまらなくなりました。こういった足のあるベッドマットですね。寝るときにここに置くんですけど、これ上がった分ちょっとぐらついてはまらなくなりました。こ
これはもうほんと簡単なんですけど、その上がった分だけカットしておきます。次、ゴミ問題なんですけど、ゴミ箱はこの冷蔵庫の下に作りました。こんな感じでスライドして開きます。で、今、段ボールで適当に作ったゴミ箱が2つあります。で、ここはかなり容量があるので、本当に狭い軽自動車では、このゴミ箱スペースは作ってよかったです。ただですね、ちょっと今荷物抜かしたんですけど、ここに何か置いてるともうここ開きません。なので、ゴミ箱が使えなくなります。また、料理中などはたくさんゴミが出るので、もうこれ開けたままで、こんな感じでこう料理してゴミとか入れていくんですけど、その時はいいんですけど、なんかくつろいでる時やふとした時にティッシュなど捨てる時に毎回開けて捨てて閉めてっていうこの3アクションがもっと簡単にできないかなと思っています。で、この入り口のここですね、ちょっとスペースがあります。手のひら2、3個分ぐらいですかね。ここにゴミ箱を作って、何か取ってつけて引いてパッて捨てれるようにしたいと思います。よく考えたらこっち側も引いて捨てて押してなんで3アクションですね。でもこっち側ちょっと遠いのと物を置けないんで、細かいゴミ、ティッシュなどはこちらでポイって捨てれるようにしたいと思います。以上の改善ポイントをできるところまでやってみます。今回の DIY で不安点というか問題点はこのミニルーターでボディ削るの初めてなんでうまくできるものなのか、そしてうまく削れたとしてこのホースですよね、配管が通ってロックドアかかるかどうか、削ったはいいもの前と一緒でオートロックかからずに中の照明ついたままだと最悪です。うまくいってくれたらいいんですけど、では最初にまずこの室外機の設置からやっていきます。もともとはこのサイクルキャリアの上にホームセンターで購入したこの屋外に置く収納ボックスを乗せて、その中にラクールの室外機を入れていました。こんな感じで乗せて固定していました。そしてこの収納ボックスに穴開けて、こっちとこっちですね、室外機の排気、室外機の吸気をしていましたが、やはりですね、この穴が小さいみたいで室外機がなんとなく苦しそうな音していました。なのでもうこの室外機はこの箱には入れずに、もう直接ここに板を置いて室外機に乗して、室外機のカバーをかぶせておきたいと思います。室外機を直接乗せるならこんなに広くなくていいんですよね。で、こちらはサイクルキャリアのオプションで大きめの収納ボックスが乗る台でした。一旦こちらを取り外して元からあった純正のサイクルキャリア、こちらにします。ちょっと短くなります。はい、付け替え完了しました。最初に付いていたこの台がこんな感じなんで結構短くなりました。で、この上に板を置いて固定して、でこの上にラクールの室外機を置きます。問題はこの配管をどこ通すかなんですけど、一応長さ的にはこの下でも横でもこの反対の横でも通してリアのサイクルキャリアまでは届く長さがあります。この下から通すよりもこの幅ですね、これがこの横の方が短いんでホースもあまり曲げなくていいので横からが一番良さそうなんですけど、走行時も配管を通したままになりますんで、車体よりも横にはみ出るのは NG になります。なのでこの下を通したいと思います。このベッドとドアの隙間少しありましたんで、もうここを通していきます。で、このウェザーストリップゴムと外すとこんな感じで鉄がありました。で、ここを削っていきます。この床も剥がしてみると両面テープで床のビニールカバーが貼り付けられています。床は12ミリぐらいのこの厚さの板が3段積み重ねられています。その板の下にこのボディの鉄があります。ここをミニルーターで削っていきます。で、この上の木も削った方がいいですね。こう通しますんで。通す場所がこんな感じで通してから、こう、ドア閉まりますんで L 字になります。この辺がちょっと大丈夫か不安なんですけど、もう一回やって試してみるしかないですね。で、この辺削るときに、この表面のビニールの素材と、あと中の木とか鉄とかあるんですけど、もう一回分解して削っていくんじゃなくて、もう上から削っていきます。ホースの幅プラス1センチぐらい削っておきます。それではミニルーターで削っていきます。で、延長できるものはありましたんで、これつけていきます。結構狭いんで、これで削っていきます。それでは削っていくんですけど、
いろいろ問うかもしれないんで、このゴーグルとマスクしておきます。はい、それでは削っていきます。はい、プラスチックと木のところは結構簡単に削れました。ミニルーターいいですね。こういった細かいところ削りづらいときはすごい重宝しそうです。では引き続き削っていきます。はい、木の部分はだいたい削れました。じゃあ次、このいよいよボディの鉄の部分ですね。削っていきます。はい、少し削ってみたんですけど、しっかり削れています。ではこのままガンガン削っていきます。はい、削れました。鉄も問題なく削れました。少しずつなんですけど、何回も往復して削れました。横幅は約7センチ。奥の方はだいたい1センチいかないぐらい削りました。それでは、フェザーストリップを戻して、閉まるか試してみます。さあ、これ閉まってくれたらいいんですけど。はい、ロックがかかりました。あ、ダメですね。リモコンのロックはかかりません。前と同じ状態です。さらに削って調整してみます。あ、いけた。よかった。結局、さらに削って、このウェザーストリップカットして、そして強めに締めたらリモコンのロックがかかりました。やっぱりここ通すとですね、このホースが90度に曲げないとダメなんで、それでこの結構反発する感じがあったんで、閉まらなかった感じです。なので、できるだけ削って90度を和らぐ感じにしました。この辺結構剥き出しなんで、ヤスリ掛けして、薄いゴムシート当てて、エアコンのホースを保護します。錆止めで同じ色に塗装しておきます。では乾かしている間にこの室外機の下土台になる板をカットしておきます。はい、ラクールの下に置く板をカットしました。ドレン水がスムーズに流れるように穴開けておきます。この板の固定方法なんですけど、これ本来は自転車のタイヤをはめてここでロックするんですけど、ここにですね、この角材木を入れて、でこれでちょうどバンドで止まります。でこれで固定しようと思います。でこことここ両方2本固定して、でこの木上から当ててビスを打ちます。これで固定すれば、バンドを外せば全てが取り外せる状態になります。はい、結構安定してますね。ビス打てばしっかり止まりそうです。で、こっちがスペース空きましたんで、もう一個板乗せて、で、この小さいボックス余ってますんで、ここに乗せて、こっち側はゴミ箱で使用します。で、この板、こちら側は防水されてるんですけど、こっち側は普通の木で水が染み込みますんで、この100円ショップで購入した油性のラッカースプレー、こちらで塗装しておきます。はい、ちょっと乾かしておきます。その間に、このボディ削った部分ですね。ここの塗装、もう乾きました。外していきます。ここにエアコンの配管通しますんで、気づかないように、この1ミリのゴム貼っておきます。
はい、ウェザーストリップも戻しました。で、このカットした部分なんですけど、一応持っといてですね、で冬場クーラー使えませんので、もうクーラー使わなくなったらこれ取って、ここはめておきます。はい、これで配管は終了になります。ここに合わせてドアを閉めるだけです。夏場はラクール設置しますんで、もうリアのドアは開かないと思います。というか結構重くなりますんで、あまり開けるのは実用的じゃないと思います。なので、後ろからやる作業だけ終わらせておきます。ラクールの室内機のドレーン水ですね。ここの線抜いて、そして付属のホースを挿しておきます。あとはこの開閉の線ですね。こちら取り付けてドレーン水を出すだけなんですけど、この開閉の線がですね、意外とこのホースが細くてどれも合いませんでした。でも Amazon で発注しますんで、今日届く予定です。また到着次第こちらは設置します。はい、大丈夫ですね。閉まります。はい、じゃあしばらく放置して塗装も乾きましたんで取り付けていきます。途中この茶色なくなっちゃったんで黒に変えました。黒にして正解ですね。なんか締まって見えます。で、この端を縛ったんですけど、少し空間がありましたんで、この 3mm のゴムを重ねてグラグラしないようにしました。室外機の固定はこういったベルトで行います。ここに1本、2本、そして横にも1本行います。で、この板をビスで留める前に下通しておきます。で、こうすることによりこのベルトがずれなくなると思います。で、ここにちょっと削っときました。これで横のずれもなくなると思います。はい、衝撃を和らげるために 3mm のゴムマット引いてきました。はい、下のドレーン水の穴もちょうど見えてますね。大丈夫です。はい、こんな感じで横にずれにくくなるようにこういったバンドで留めました。これでがっつり固定されました。この室外機は完全防水なんですけど、一応カバーかけときます。普通の家庭用クーラーの室外機カバーなんですけど、こんな感じのやつですね。こちらをかけていきます。はい、こんな感じで家庭用なんでもう全然サイズが合いません。なのでこんな感じで折り曲げていって、でホッチキスで留めてちょっとコンパクトにしていってぴったり密着するようにしておきます。はい、とりあえず仮でできました。ちょっと手作り感満載なんですけど、一度これで試してみます。このカバーが飛んでいかないように、下、横側とこう縦側ですね。で、今度こちらはサイクルキャリアにも固定します。で、ちょうどですね、これマジックテープで前が開くようになっていました。こんな感じで、これ空気を取り込みます。で、メッシュ網戸だったんですけども、効率よくなるように切りました。で、これサイドは熱風の吹き出し口なんですけど、ここも開くようにしました。マジックテープで開けたり閉めたりできます。で、これサイクルキャリアに元からついていた自転車を上から押さえるやつです。で、一旦これでこんな感じで押さえていきます。これで風でカバーが閉まることはないと思います。ここ上になんか断熱シートとか敷いたらさらに冷房の効率が上がりそうな気がします。で、これで雨はほとんど入らないと思うんですけど、ただちょっとやっぱ隙間とかありますんで、普段乗らない時とかはこんな感じでもう一枚カバーかけておきます。これでもう雨はシャットアウトできると思います。なので車中泊スポットついたら、もうこれをピロッとめくるだけでクーラーが使用できます。本当はもう何もしなくてクーラー使えたら一番いいんですけど、このぐらいの手間でしたら問題ないかなと思います。かなり理想に近くなりました。一回動作確認しておきます。はい、2、3分経ってクーラーのコンプレッサーが回り出しました。消費電力は
250W です。しっかり冷たい風が出ています。ここからもあったかい空気が出ています。問題なく使用できました。良かったです。いや、一安心です。走行中はこれ蓋閉めて、この上から押さえてここロックしておきます。これで万が一ベルトが緩んでいても上に飛び跳ねることはないと思います。今回の海流の DIY 全てが終わってから一度走行テスト入念にしておきます。あとはこっち側のゴミ箱の固定もやっていきます。このゴミ箱の固定方法なんですけど、もう直接ここに4つビス打って下のキーに留めます。はい、4点でビス止めしたんで、もうかなり強いです。取れることはないと思います。もうこのままでも大丈夫なんですけど、一応ベルト1個だけやっておきます。はい、これでリアのサイクルキャリア周り、クーラーの静外機とゴミ箱の設置完了しました。ラクールの配管、この線なんですけど、そんなに余らなかったんで、なんか変に垂れたりとかしてません。で、一応ここ結束バンドで暴れないように留めてます。で、この結束バンドは取り外し可能な結束バンドにしました。なのですぐこんな感じで取れます。なかなかいい感じですね。キャンピングカーっぽくなってきました。このゴミ箱用のボックスは軽自動車でもたまにつけてる方見ますが、このクーラーの静外機軽自動車でつけてる人はなかなかいないと思います。面白い軽キャンピングカーになってきました。Amazon で注文していた止水性届きましたんで、早速取り付けます。このレバーで開けたり止まったりします。これが今開いている状態ですね。向こう側見えます。これで水が流れます。そしてレバーを回すと閉じます。これで水が止まります。走行中にドレンスが漏れてもいけるように、こんな感じでホースの先をペットボトルに刺して、でここに前は入れていました。で、これ途中でこの辺に線つけて、使い終わった後にドレンスに溜まっていたら自分でこの線を開けて流せるようにします。はい、室内のドレーン排水システムが完成しました。このラクール室内機のドレーン出口からホースが来て、ここの線ですね。で、今閉じています。このレバーをこっち側に向けると水が通ります。で、その先はこんな感じで今フックで止めています。でもうここからお水出るんですけど、もうこのままペットボトルに入れるか、もしくはこのホースに刺してつないで、もうこんな感じで後ろに置いとくかですね。なので普段はもう閉めて、これで走行する感じになります。この室内機のドレン水はある一定まで溜まると中のポンプが作動して、このホース、ダクトを通って静外機に行って外に排出されます。で、その一定になるまでですね、少し溜まった状態でポンプが作動する前に電源を切った時など、室内機にまだドレン水が残っている状態になります。この時に今作った室内機のドレン水処理を行います。次は窓パネルを改善して仕上げます。こういったマグネットの蓋とかも今仮で取り付けています。しっかり取れないように貼り付けます。一番は防水対策ですね。ここキーなんで雨濡れたら染み込みます。で、この間のところも改善して雨が入らないようにします。窓パネルの外側はホームセンターで購入したポリカーボネートを使います。こちらは両面強力な耐光性なんで雨も大丈夫です。そして UV カットも入っています。中は空気層ありますんで断熱も効果あると思います。結構硬いんでプラダンよりかは全然耐久性があります。ただちょっとカットが大変そうですね。中側なんですけど、このベニヤ2枚重ねていました。で、この木の筋が縦なんで結構ちょっと柔らかかってしなったりするんで、横側にカットしようかなと思ったんですけど、どっちみちも外側は先ほどのポリカーボネートを使えますんで、強度も上がると思います。で、この扉少し湾曲してますんで、それに沿うように密着させて設置します。で、こっち側の角とかと合うようにリメイクシートを貼って色も合わせます。今現在この窓パネルの設置方法なんですけど、両面テープではなくて、このマグネットで設置しています。一度外してみます。こんな感じで中にネジを打てるマグネットを貼って
で、ここに上からベニヤ板で押さえている状態でした。反対側も同じような感じです。なのでこのまま簡単に取れます。で、これで何回も強めにドア開け閉めしたんですけど、全くずれなかったんで大丈夫だと思います。はい、窓パネル完成しました。少しだけ芝があるんですけど、問題ないレベルだと思います。で、後ろはガラリつけました。で、こちらがポリカーボネートです。これで防水効果はバッチリだと思います。そしてこちら側ガラリ追加しました。前はこっちだけだったんですけど、こっち側吸気になります。で、こっち側は排気になります。料理の匂いや煙など排出口になります。これを取り付けたんですけど、ここだけカットしました。で、こんな感じでついてます。で、こう空気出るときにですね、あんまり防ぎたくなかったのと、こちら側に空気が出て、で、また吸い込まないようにしました。で、こう出て半分だけこっち側に行くようにしました。なんで、空気こう出た煙とかも、こんな感じで横に行くと思います。なので、こっち側吸気して、こっち側排気という感じで、ぐるぐる回るのを防いでます。で、これではめてみます。で、ここには、まずマグネットを挿入します。はい。あとはこの窓のところにはめて、ちょうど鉄のところですね。ここのボディのところとマグネットが強力にくっつきます。で、その上からこのネジを当てて止めて押さえ込みます。はい。これで窓パネルが窓に強力に押し付けられています。このサイドのマグネット6点ですね。これで窓パネルがドアにくっつく力が働いています。これで密着しています。で、予備でですね、この大きい強力なマグネット、ここも下につけています。これは下に万が一下がる力が働いた時にこのマグネットがありますんで、下に下がることはありません。こんな感じでかなり強くドアを閉めても全然もうビクともしません。大丈夫だと思います。はい、他の家具と同じ色にしたんで一体感が増しました。外側も黒なんであんまり目立たないと思います。ただちょっとポリカーボネートがですね、光ってますんで結構反射はします。防水性能はバッチリです。で、あとはこの隙間ですね。問題のここを今からゴムとか隙間テープで埋めます。はい、隙間を計測すると前の方は約20ミリで、この辺ぐらいから広がってきて23ミリ、この辺も23ミリですね。
パネルの前側は約 20mm、後ろ側は約 23mm の隙間を埋めないといけません。で、前使ってたのがこんな感じで、スポンジとこういった毛の隙間を埋めるタイプですね。こちらを貼り付けていました。で、コメントで視聴者様からアドバイスいただきました。ゴムベロを出せばもう入らないんじゃないですかということでした。こういったものを買ってみました。洗濯パンですね。それの隙間を埋めるタイプのゴムベロっていうんですかね。こういった柔らかいゴムです。中開けるとこういった感じになっていて、かなり柔らかいんで、この窓のウィーンって上がったり下がったりしても柔軟に対応できると思います。イメージではこんな感じで両面テープでこの窓パネルと貼り付けて、こんな感じでもうちょっと出しちゃいます。そうすると雨はもう絶対入らないですよね。一度試してみて問題なければ、これ白なんで結構目立ちます。なので黒の塗料を塗りたいと思います。ゴム用の塗料もあるようです。で、これ貼り付けてもまだ少し下にスペースありますんで、前のやつもつけて二重で雨予防しておきます。はい。じゃあこれで一旦閉まるかやってみます。あ、ダメですね。引っ張られてめくれてます。仮止めだったんで、両面テープは少ないんですが、上に上がるときに引っ張られて剥がれちゃいました。はい。窓下げました。本来だったらこんな感じで使いたいんですけど、やっぱり閉めるときにこのゴムとガラスの摩擦の抵抗が強いみたいで引っ張られます。ちょっとね、出てるとこありますんで、軽く切っておきます。こんだけ出てる分だけカットしておきます。はい。何回か開けたり閉めたりしたんですけど、今んとこ取れてないです。実際に使うときはこのぐらいの位置になります。なんかちょっと微妙ですね。隙間も空きますんで、これだったらもう普通にもう一個こちらを二重にした方がいいかもしれません。いやー、どうしましょう。困りました。っていうかね、これ別にこのぐらいまで上げても良さそうな気がします。はい。今これ隠れるぐらいまで上げました。こんな感じで少し隙間が空いています。もう雨の日やったらこれでいいですよね。こんだけ隙間空いてますんで、風量弱で使用すれば問題なく換気できそうです。これで晴れの日、雨の日、窓の位置分かるようにしておきました。はい、これで窓パネルの雨対策は終了です。結果的にこの表面だけ防水のポリカーボネートを装着するだけになりましたが、シンプルで壊れにくいと思いますので、これでいきます。そしてここの隙間を埋めるスポンジなどは、こんなやつですね。結局1本からさらに2本足して3重にしました。これで虫も入ってこないと思いますし、窓の隙間からの空気の漏れもないと思います。次はこのレンジフードの換気扇ですね。こちらを改善します。まずはこのリメイクシートを貼ってきれいにします。角と一体化持たします。換気扇の風量中大とすると結構音量しましたんで、そちらも改善します。もうすでにやってる対策としては、このファンとですね、この木の箱の間、ゴム板かましています。で、ファン自体をビスにしているこの4箇所のビスのワッシャーなんですけど、こちらを振動が伝わりにくいワッシャーに変更しています。視聴者様のコメントであったこの中の共鳴を減らします。中に断熱材入れます。こちら余っている断熱材のパーフェクトバリアです。こちらを詰めてみます。まずは今の状態の騒音のデシベルを調べます。とりあえずマックスします。風量マックスで70デシベルです。結構うるさいですね。次、中でも調べておきます。風量中で65デシベルでした。ぎゅうぎゅうまでじゃないんですけど、空間を埋める程度にこの断熱材入れました。それでは戻して検証してみます。はい、じゃあ風量大で検証します。風量大の方は70デシベルと変わりませんでした。じゃあ中にしてみます。風量中も約65デシベルと変わりませんでした。空洞がどうのこうのというか、もうこのファン自体がうるさい感じでした。これ DC12V で結構強力なファンなんで、もうちょっとボルトを落とすか、大きい羽のついているファンで風量を落とせば静かになりそうです。とりあえずもうちょっとこちらで使っていきます。それではパパッとリメイクシート貼っていきます。
きました。かなり馴染んでますね。よく見ると生えてないところとかあったんですけど、もうこれはこれでよしとします。じゃあ電源も入りました。ファンも動きます。はい、次は小上がりの改善ですね。まずは延長マットの足カットします。これはもうすぐ終わると思います。で、この下にゴミ箱みたいな収納を作ります。軽く箱みたいなの作って、滑るシートみたいなのを箱の底につけて引き出せるようにします。はい、小上がり横の収納が完成しました。こんな感じですね。ちょっと思ったより小さくてゴミ箱にしようかなと思ったんですけど、難しいかもしれないですね。ちょっとこちらはまた実際に使いながら使い道考えていきます。この底に貼ってるのが家具が滑るシートです。これを貼るだけですごい滑らかにスライドします。こういった軽いもんでしたらもうスライドレールいらないですね。それでは最後、シェードをもうパパッと作ります。シェードは内装断熱の時に使って余っているこのメタルシートを使っていきます。表面がアルミシート、そして中が断熱材、そして最後にまたアルミシートと、シェードとしては申し分ない機能です。今までカーテンだけだったんでかなり違いあると思います。はい。一つ完成しました。ちょっと大きめに作ってますんで、ぴったりはまって取れません。また時間ある時にリメイクシートなど貼りたいと思います。じゃあ残りも作っていきます。はい。ぴったりすぎると取りにくいんで、このリメイクシートの余りで紐を作っておきました。これで取り外しも簡単です。このメタルシートの断熱によってポータブルクーラー、ラクールがより冷えるんじゃないかなと思います。どのぐらい効果あるのか楽しみです。改良型完成しました。皆様のコメントのおかげで理想の軽キャンピングカーに近づきました。本当にありがとうございました。とても気に入っています。特にクーラーは本当に嬉しいです。用意の手間必要なく家庭用クーラーのように使用できます。この室外機実現できてよかったです。ボディ削るのかなり不安になったんですけど、うまくいってよかったです。ミニルーターって便利ですね。この車で早く旅に行きたいです。普通この時期涼しいとこ行きますが、逆に暑いとこ行けますね。もう今から準備して改良型で長期車中泊旅行ってきます。軽自動車では超大容量の 600Ah のリチウムバッテリーでクーラーガンガン使ってきます。バッテリーの充電は 440W のソーラーパネルと走行充電器です。真夏、外部電源なしで何日旅できるんでしょうか。旅の様子は次回公開できると思います。それではご視聴ありがとうございました。はい、あれから車中泊旅で不具合ありました。改良やリフォームしましたので、そちらお伝えします。まず、ポータブルクーラーですが、12V クーラーに変えました。理由としては、ポータブルクーラーの室外機走行の衝撃でずれました。かなりきつめにサイクルキャリア取り付けたつもりでしたが、大きい衝撃の時に外れました。それから公道を走行するのが怖くなって、室外機は車内に入れて移動し、使用する時は外に出していました。なのでもう思い切って業者さんに 12V クーラー取り付けお願いしました。次は電気サブバッテリー 600Ah だったんですけど、460Ah に変えました。理由としては 100Ah4 台を並列接続で使用していましたが、各バッテリーのばらつきがひどかったので、並列接続はやめて1台で大容量のバッテリーに変更しました。少し容量減りましたが、1台だけなので気にせず使えます。そしてなんと全部断熱塗装しました。こちらは特殊な塗料です。軽キャンピングカー全体に塗装した車は今までないんじゃないでしょうか。面白い色にしました。その後寒冷地仕様にして内装も追加リフォーム DIY しました。こんなにして車検大丈夫なのって思いますよね。受けてきました。
こちらはまた次回別の動画でお送りします。果たしてどうだったのか、ぜひチェックよろしくお願いします。